花ちゃん上手だね。また釣れたよ。俊子、私、結婚しなくてもいいかな。お嬢様、またそんなこと言って、そもそもお嬢様が立場台に嫁ぎたいって言ったじゃないですか。立場台の若君、もうすぐ来ますよ。前の私、なんでそんなバカだったんだろう。なんで彼を好きになったんだろう。こっちに来てまだ数日しか経ってないのに、桜井家の令嬢の楽しい生活、まだ全然満喫してないのに。もう結婚なんてしたくないよ。結婚した後も生活なんて、家にいる方がずっと楽なのに。日頃の優しい神様、どこかにいないかな。奇跡起きないかな。ちょっと待って、お嬢様。お嬢様、立花千葉花の若君が、カオスを連れてきたんですよ。カオスまで連れて迎えに来るなんて。ひどすぎますよ。奇跡って本当に起きるんだ。やったー、シソだ。お嬢様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 。サシツってどこにいるの？どんな人か、ちょっと見てみたいな。この子、すごく可愛いね。モーズちゃん。ジミが立花に嫁ぐ前に、一つ、君にちゃんと伝えておきたいことがある。君は母上のために3年間喪に服していた。その間、俺と若菜は心が通じ合っていた。彼女は俺との間に2人の子を産んでくれた。彼女を側室に迎えるつもりだ。君はもうすぐ立花に嫁ぐ。だから先に会っておいて、後で揉めないように。それと、俺は若菜を平妻として迎えるつもりだ。本当に？やったー！お嬢様、何やってるんですか？これめちゃくちゃ重い。被りたい人が被ればいいよ。何を騒いでるんだ。平島にするだけなのに、そんなに大騒ぎすることないだろ。須田氏が騒いでるって？立場屋の若君と若菜ちゃんが心が通じ合ってるなら、私が応援しないわけないでしょ。彼女はあなたの花嫁になる。誰かの思いが込められて、あなたに託された人、一生をかけて、優しく守ってあげて、苦しい時も楽しい時も一緒に過ごしてね。残ってるのは分かってる。でも俺もまだ若いし、血が騒ぐ年頃なんだ。皇室を持つのは当たり前だろ。とりあえず今日は俺と式を挙げて、これからは2人のこと、ちゃんと大事にするよ。これ以上何か言ったら、みんな追い出すからね。辛い気持ち、分かってる。君の結婚の日に、こんな話を持ち出してしまって。じゃあこうしよう。平妻にするのは、とりあえずやめておくよ。俺たちの子供の生まれたら、まず君を母としてちゃんと立てて、家の主婦としての立場もちゃんと守るよ。これで納得してくれる？違う、こらちゃん。中田ちゃんなんて、もう2人も子供産んでるのに、なんでまだ平妻扱いなの？制裁にしちゃえばいいじゃん。それにさ、主婦なんてなりたくないよ。そんなに対面な人、他にいないよね。ちょうどいいわ。今日は帰って、ちゃんと結婚しなさい。それから、私たちの婚約は、これでおしまいよ。ケンズ、ちょっとて。桜井夢子、頭おかしいんじゃないか。もう19歳だろ。俺以外に、お前と結婚してくれる男なんていないぞ。姉ちゃん、もう、わがまま言わないで。もし立花家と桜井家の縁談が、私のせいでダメになったら、私、立花家で悪者になっちゃうよ。お願いだから、若君と一緒に帰って。言っても分かってもらえないわ。もう話すの面倒。俺はまだ婚約破棄に同意してないぞ。じゃ、昔は。もうあなたと話す気ない。下太郎、客を追い出して。モンツロ、集わる奴は全員、棒で叩きのめせ。やれ。モミさん、超婚約パチなんてして、桜井家の評判が悪くなるの心配じゃないのか？それで丸く収まるじゃない。そんな名声、気にしないよ。あんたと若菜ちゃん、絶対幸せになりなよ。みんな、ぼーっとしてないで。さあ、音楽続けて、踊って。お嬢様。このバカ息子、ひざまずけ！ひざまずけ！結婚式の日に妾を堂々と連れてくるなんて、一体どういうつもりだ！旦那様、清も、結婚式を利用して、桜井家の娘に頭を下げさせようとしたのよ。マーさんの言う通りだ。俺は、若菜ちゃんと本気で愛し合ってるんだ。今、電気代謝って言うの？君の恋愛がそんなに大事なの？それとも立花家のこと？三宮殿下が何十年もかけて考えた計画の方が大事なんじゃない？
桜島の力を失うわけにはいかない。桜井家の協力は絶対に必要だ。お前、桜井夢子とは親しいだろう。すぐに説得してくれ。必ず婚約破棄を思いとどまらせるんだ。夢子ちゃん見て、大きな魚が釣れたよ。カーシュ、釣りうまいね。これからは釣らなくていいよ。お嬢様、三宮妃様からお招きが届きました。牛泉寺でお会いしたいそうです。中者の宴席にいないのに、私に何の用なの？私の方が宴席より魅力的ってこと？梅子ちゃん。中者は財政を握ってるし、朝廷でもかなり力がある。だから、今ここで揉めぬめるのは避けたいな。もし三宮妃様が間に入ってくれたら、もしかしたら、うまく婚約破棄できるかも。龍泉寺行くわ。文ちゃん、3年前に記憶を失ってから全然落ち着かないね。もっと大人になってほしいのに。結婚は家同士の結びつきなんだから、そんな簡単に婚約を解消できないよ。誰が勝手に婚約を解消するって言ったの？正妻の座を譲れば、立花屋は、鈴木さんが正妻になれるじゃん。感謝してくれてもいいんじゃない？文ちゃんがわがまま言ってるの分かってるよ。わざとそんなこと言ってるんでしょ？立花屋が側室を正妻にするなんて。そんなことありえないって。分かってるよね。男は移り気なものよ。私たち女はもっと寛大にならなきゃね。これが女の宿命なのよ。私がわがままなんて言ってないよ。正妻にしてあげないくせに、なんで最初から関わったの？それに、本当に立花清が嫌いなの。3年前にどうして、あいつのこと好きになったのか、全然わからない。もう19歳なんだから、立花屋との婚約を解消したら、こんな立派な家には、もう二度とほざけないよ。お父さんとお兄さんは遠い領地にいるし、朝廷との付き合いも誰かがやらなきゃいけないし、夢ちゃんも誰かに世話してもらわないと。夢ちゃん、運命だと思って受け入れて。嫌だよ。私は絶対に立花清なんかに嫁ぎたくない。あんなクズ男なんて。立花家で過ごす日々なんて、桜井家の方がずっと居心地いいよ。私はもう気にしないから。立花家がどうしても婚約を解消しないなら、私が裏で意地悪しても、文句言わないでよ。梅ちゃん、もう全部言ったから、変なことしないでね。どうやったら立花屋が婚約を解消してくれるんだろう。いっそのこと、私も愛人でも作っちゃおうかな。私も同じことできるし。あ、ちょうどいい人いるじゃん。いるじゃん。ナンファーリーティはもう落ち着いた。彼女の家族は、もう兵を分けて戦う必要もなくなった。ステファン・リーティも安定した。彼女の家族も、毎日戦うことはなくなった。今日は彼女が嫁ぐ日だ。もう、属性に心残りはない。絵師の藤原光政。参りました。住職様。総移動をお願いします。お施主様、まだ属性に心残りがあります。今はまだ措置とできません。宝太津伝使、私はもう申し上げましたが、世の中で鈍化に突如する勇気のある者なんていませんよ。中塾様、前に約束してくれましたよね。試練を乗り越えたら、属性を捨てたら、外としてくれるって。僧侶は嘘をつかないはずですよね。約束を保護にするつもりですが。だって、南方蛮族を沈めて、北方領地まで安定させるなんて、こんなに早いとは思わなかったよ。そもそも、本当に過去を断ち切ったなら、わざわざ彼女の結婚の日に、外としに来る必要なんて、あるか？やめてそこのお方、何か悩みでもあるの？男ならしっかりしなきゃ、ちょっとしたことですぐ出家しようなんて、現実から逃げるなんて、こんなことして家族の奥さんや妾を裏切ることになるよ。梅子ちゃんか。まさか、彼女3年前のあの事件で、本当に記憶をなくして、俺のことがわからなくなったのか。今日は彼女の結婚じゃないはずなのに、なんでここに来てるんだ。俺は今まで誰とも関係を持ったことはない。なのに、妻や妾なんているはずがないだろ。でも、その花嫁衣装は。そこのお兄さん、なんだか芯があるわね。顔もいいし、もう属性を見切ってるのね。ちょっと、私に付き合ってくれない？属性の縁を一度清算して、その後でお寺に入ればいいでしょ？この花嫁衣装だけど、私の婚約者が自分の愛人を清算にしようとしてるのよ。私、優しいでしょ？愛人の妹をそのまま清算にしてあげたの。
婚約もやめたわ。なのに、彼らは納得しないの。変だと思わない？愛人を制裁にするなんて、ありえないだろ。なんだか、すごくいい人だね。しまったわ！鶴庵住職、ご士官のご伏せで、この弟子さん、少しお借りできませんか？お施主様、属性のことには口出ししません。なるほどね。みんな、桜井優子様、ご指示はございますか？このイケメンで清潔感のある修行者を縛って私の外出にしちゃって。やっちゃって。今日から、あなたは私のみやびちゃんよ。夢祖様、本当に彼を無理やり外出にしちゃうんですか？もし立花家にバレたら、命が危ないですよ。そんなこと、やれるもんか。若菜ちゃんにそんなことするのはまだしも、まさちゃんにまで手を出すなんて、ありえない。やーちゃん、どうせもうすぐ出家するんだから、私を先に救ってくれない？それで、自分の功徳も先に貯められるしね。そろそろやめないと、家族まで危険になるぞ。もしかして、私のことを心配してる？心配しなくていいよ。立場栄がどんなに強くても、桜井家の屋敷で手を出すなんて無理だから。住職様、本当に何もしないで見てるだけですか？主従、前にも申しましたが、まだ属性との縁が切れていませんよ。この厄介者、やっと手放せた。檀家も本当に、苛がってるふりして、心の中ではもう嬉しくてたまらないんだろうな。住職様、後で私が命じて50巻のお布施を届けさせますね。私、服さ無料じゃない？施主、福身無量でございます。ちゃんと服を整えてね。ありえない。どうすればいいんだ？皇太子様が、こんな昼間に、無理やり連れて行かれて外出にされるなんて。天皇陛下に命じられたら、この龍泉寺なんてぶっ壊されるぞ！このハゲ坊主！早く縄をほどいて、誰か呼んでこい！主従、どうか怒らないでください。すべては天の重し飯です。人の力ではどうにもなりませんから。狂ってる。マジで狂ってる。みんな頭おかしい。落ち着いて、そんなに睨まないで。目が大きいのは知ってるよ。でも、住職さんのせいにしないでね。君ってイケメンだし、後継ぎもいないから、寺院住職も君を出家させる勇気なんてないよ。もしそんなことしたら、君の家族が寺を壊しちゃうかもよ。素直に私と一緒に家に帰ろう。ことがうまくいったら、君のためにお寺を建ててあげる。その時は、君を住職にしてあげる。そこまで気をつけてるのに、親や兄に知られても平気なの？フチや兄のことを言うなら、当然、彼らの活躍も知ってるよね。桜井家は建国の後進だし、父や兄もすごい活躍してるよ。もうこれ以上の褒美はないくらいなんだよ。ちょっと手伝ってほしいだけ。立場代に婚約をやめさせたいだけ。たとえ君の家族が陛下に訴えたって、私はちゃんと切り抜ける自信があるよ。もう観念しなよね。視力をなくしても、やっぱりあの奔放な性格は変わらないんだな。安心して、食べたりしないよ。無理やり何かさせたりしないよ。君を傷つけたりもしないし、虐待なんて絶対しないよ。無理やりなんてしないから。無理やりそんなことはしないよ。桜井家には継承がたくさんあるから、ここを新しい修行の場だと思えばいいよ。悪い話じゃないよ。本当に？さあ、私に任せてよ。桜井家に着いたら、君の安全は私が保証するよ。その時は噂を広めて、私が愛人を飼ってるって。重鎮寺がそれでも婚約をやめないはずがないよ。じゃあさ、もし桜井家まで行けなかったらどうする？絶対ありえないよ。桜井家の侍たちがみんな弱いと思ってるの？そういえば、まだ名前聞いてなかったよね。本名じゃなくても、呼び名でも教えて。それとも、まさちゃんって呼んでもいい？そんな風に呼ぶな！じゃあ、君のこと、どうやって呼べばいいの？お嬢様、ティジバヤの若君の側室が子供を連れて馬車を止めました。泣きながらお嬢様に会いたいと訴えています。サリジン夢子様、どうかお目通りをお願いです。どうかお戻りください。若君とご結婚を、私と子供に生きる道をお与えください。なんで今そんな話するのよ。マサちゃんと帰るのに邪魔しないでよ。若狭ちゃん、冗談でしょ？立花に3年で2人も子供を産んだのに、立花があんたに生きる道を与えないわけないでしょ。
ちまやみんな、私が姉さんの結婚を台無しにしたって知ってます。もし姉さんが戻って結婚しなかったら、私も子供も立花屋から罪を着せられてしまいます。結局、私に結婚させたいのは自分の罪を逃れたいからってことね。悪いけど、道徳で縛るのはやめてよ。道を行く人でも見てみたら？道でも見渡してみて、気になる人がいたら、その人に聞いてみたら？立花屋の主婦になりたいかどうか。香典で頼むなら、もう帰りなさい。承知しています。兄さんは心から脇気味を持っているのに、顔質の私なんて受け入れてもらえないでしょ。さっき言ったことは怒りから出た言葉です。中鎮寺なんてどうでもいい。私を巻き込まないでよ。姉さん、もう若君と喧嘩しないで、結婚をやめないでくれれば、私はどうなっても構いません。いつまで続くの？本当にしつこいわ。アルゴ。はい。子供は何も悪くないから、立花屋の子供に傘を渡してきて。京香茶ちゃん、私、心が広いからね。せっかくの縁起のいい日に、清の正妻として嫁がせてあげようと思ってたのに。なのにあなたは、私のことを根も葉もなく悪く言って。本当に、自分みたいな人間の考えで私を疑うなんて。千代地と結婚するつもりはない。こんなに早く嫁ぐ気もない。だから千代との婚約を破棄するって決めたの。ただの勢いで言ったわけじゃない。なのに子供まで連れてきて、わざわざひぞまずいて桜井家の馬車を止めるなんて、何が目的なの？本当だね。桜井夢子様は正々堂々としてるのに。毎室なのに、何が不満なの？ここまで助けてくれてるのに、これでもまだ不満なの？何のためにここでひざまずいてるの？なんでこんなことに、夢子ちゃんを怒らせて、みんなの前で恥をかかせるつもりだったのに。これで夢子ちゃんが立花家に嫁いでも、きっと冷たくされるはず。私もそのまま正妻になれると思ってたのに。なんで夢子ちゃんは、こんなに平然としていられるの？ストとあなた、昔から何もないし、最近も特に何もない。家に帰って音楽でも聴きたいし、あなたに構ってる暇なんてない。もう帰りなさい。金や名を求める人ならよく見るけど、自分から浮気されたいなんて、初めて見たわ。ムムツちゃん、まだ怒ってるの？今日清に嫁がなかったら、ここでずっとひざまずいたままよ。私が本気であなたを恨むなら、部下に命じて、あなたたち母子を始末させるわ。立花屋も清も、私には手出しできない。また馬車を止める奴がいたら、そのまま突っ込んで。はい。静か。夢子ちゃんの馬車に男の人がいる。夢子様、立花屋の若君が来ました。もううんざり。いつまで続くの？立花屋の人たちって、ほんと、しつこいにも程があるよね。やーちゃん、怖がらなくていいよ。絶対に声を出しちゃダメだからね。そんなに警戒しなくてもいいよ。実は俺。黙ってて。立花屋の人たちに見つかったら、計画は全部ターンになるよ。あんた、本当に終わりだからね。関心大丈夫？大丈夫？若菜ちゃん。彼女に嫌なことされた。本当にバカだね。街中で馬車を止めるなんて。私のせいであなたとお姉さんが仲悪くなるのは嫌だったの。中女の若君、やっと来たじゃない。さっさと若菜ちゃんを連れて帰って、ここでずっとひざまずいてるし。うまく苦肉の芝居してるよね。若菜ちゃんをひざまつかせるなんて、やっぱり焼きもち焼いてるんだね。俺のこと。まだ気にしてるって分かってたよ。こんなことまでして、まずは街中で騒いで、結婚式でも騒いで、立花屋の顔に泥を塗って、本当に恥さらしたよ。そうそう。梶原清様はそんなに偉いの？天下の女たちがみんなあなたをめぐって争ってるんだって？なんでそんなに自信あるのか、ほんと謎だわ。この外出さん、急にやる気出してるじゃん。彼と何か揉めてるの？いや、まったく、禁欲っぽい彼が自分からキスしてきて、それでもまだ我慢してるなんて、なんだか、これはこれで、趣があるわ。桜井、中でグズグズして何してるんだ？早く出てこい。巣を下ろして、何のつもり？立花屋でごちそうでもしてくれるの？桜井、いつまでやってるんだよ今日で。お前みたいに嫉妬する女なんていないぞ。まだ立花家に入ってないのに、外出にそんなことして。もし立花家に嫁いだら、どうなっちゃうんだよ。老中様、私のことで、桜井夢子様と争わなくてもいいんです。重鎮寺ちゃんと言っておくわ。立花屋の主婦になる気なんてない。
立場屋に入るつもりも全くないの。立場屋の若君と若菜ちゃん、本当に合いよね。彼女なら、立場屋の主婦にふさわしいわ。若田ちゃんの身分が低いから、立花屋の主婦になれないって。だからそんなこと言うんだ。やっぱり偽善者だな。偽善なのはあんたでしょ。あんたの家族もみんな偽善者だよ。わかってるくせに、若菜ちゃんに制裁の身分をあげられないのに。なのに、なんで彼女に手を出すの？あんたってほんと最低。彼女の体が欲しいだけでしょ。本当にゲスだね。うるたと。ふんどやくやま。ただ、若君様のそばにいられるだけで幸せです。身分なんて、どうでもいいんです。本当に。桜井、今日の都の名門貴族に聞いてみろよ。みんな妾が何人もいるだろ。俺には若菜ちゃんしかいないんだ。お前には十分に敬意を示してるつもりだ。ありがたみもわからないのか。中茶の若君様は、か弱い。外出の世話もして、幼い子供たちの面倒も見て、私のことなんて構ってられないよね。私も外出でも作ろうかな。若君様の負担も減るでしょ。坊長帰るぞ誰が道を塞ぐんだそのまま突っ込め従業の若君、道を開けてもらおう。あなたの警護たちは桜井家の警護には到底叶わないよ。恥をかく前にやめておいた方がいい。こんな簡単に帰らせていいの？さっきの彼女の言葉も、それに彼女の護衛たちも、あなたのこと全く気にしてないみたい。今日はお前を制裁にしてやったんだ。まあ、ちょっと彼女には辛い思いをささくるな。俺が少し譲ったって別にどうってことないだろ。嫉妬深い女ってのはバカな男が甘やかして育てるもんだ。きっと深くない女ってのは賢い男が仕込むもんだ。桜井ゆめ子がこのまま勝場屋の主婦になったら、私はこれから立場屋で居場所がなくなっちゃう。絶対に思い通りにはさせない。老君様、姉様は昔からやりたい放題で、さっき祖子様のために外出を探すって、祖子様の負担を少しでも軽くしようって言ってたのよ。それってどういう意味？老君様、さっき姉様の馬車の中に男の人がいたような気がするの。誰を隠してるのかな？ずっと降りてこないし、もしかしてあの人も馬車の中にいるの？桜井由美子。よくも。誰か、すぐに桜井家の馬車を止めろ。桜井ゆめ子、本当におバカさんね。よくもまあ、そんなことするわね。今度こそ、立場台にはもう入れないわね。もし立場台の若君の妻の肩書きを失ったら、もう偉そうにできないでしょ。ストップ！お嬢様、立場台の若君の馬車が追ってきています。ただならぬ様子です。もしかして、馬車の中に、マサちゃんの中にマサちゃんを隠してるのがバレた？マンツロン、スピード上げて絶対に追いつかせないで J 中は混んでますね。助けを呼びましょうか。応援頼めるの？任せて。よし、今日こそ、何があっても、マサちゃんを無事に守って、家まで送り届ける。警報尾車、先ほど桜井家本店の終焉信号が潮の東側で N が上がりました。結婚式の日に助けを呼ぶ羽目になるなんて、またトラブルを起こしたのか？余人、皇宮警護隊を連れて様子を見てきてくれ。何があっても、あの子を傷つけさせるな。かしこまりました。一人で梶場屋の裏切りに立ち向かうなんて、本当に大変だろうに。それでも俺のために何でもして守ろうとしてくれるのか。安心して、私があなたを選んだんだから、ちゃんと責任持つよ。桜井家の侍たちは甘くないからね。本当に忘れちゃったの？なんて？なんでもないよ。きっと僕のことは忘れてしまったんだろう。彼女は皇室との関わりをいつも避けてきたし、僕にも近づこうとしない。僕に関わるなんて、ありえないよね。まあ、いいや、彼女が呼びたいなら、呼べばいい。事態が大きくなっても、俺が皇太子だから、彼女を支える。6時、桜井家の娘の応援を呼びました。桜井家の侍、めちゃくちゃ強いです。このまま追いかけても勝てそうにありません。俺たちも応援を呼びますか？バカめ。彼女が無茶して応援を呼んで、もう大騒ぎになってんのに、俺たちまで応援を呼ぶのか？桜井家と立花家の侍たちを、通りで侍同士をぶつけ合う気か？反乱でも起こすつもりか？俺が天皇陛下に怒られるぞ。それとも、親父が天皇陛下に怒られるのか？くそよくて、できません。私はお願いした。若君、ご指示お願いします。桜井夢子、馬車の中に何を隠してるんだよ。そんなに俺のこと警戒してるのか？梶原屋の若君、寝取られたって？三駒様はまだ即位していない。まだ桜井家の後ろ盾が必要だ。この縁談は絶対に手放せない。桜井夢子、お前は絶対に逃がさない。
ラキビン、メイさん、本当にそんなこと。大丈夫だよ。私は橘家の嫡男だ。俺を諦めるなんて。彼女にはもっといい選択肢なんてない。彼女はそこまでバカじゃない。俺に心理戦を仕掛けてるだけだ。でも、兄さんはいつも突拍子もないことをするし、もし本当に男を隠していたら、橘屋のメンツはどうなるの？どこに顔を向ければいいの？若君、油断しないでくださいね。もし本当にやりたい放題して、そんなことまでしたら、絶対に許さないからな。うちの親父も、簡単には、橘台に嫁がせるなんてしないだろう。追いかけろ。メコちゃん、橘屋の嫡男が侍を呼んで、しつこく追いかけてきています。どうしましょう。もちろん、やってやるよ。あいつらは権力で押さえつけてくるだけ。河の都の他の名家にも見せつけてやる。桜井家は娘一人だけだけど、私は家を支えてるけど、私だって簡単にはやられないよ。馬車を回してやっつけるよ。うわっ！安心して、桜井家の力と財力を頼れば何も心配いらないよ。天皇陛下を怒らせなければ、藤原家の宮様にちょっかい出さなければ、たとえ橘家の若君を殴らせても、殴ったって、私に何ができるの？チミ本当に堂々としてるね。どうせ、あの愛人の子なんて絶対育てないし、それなら私が自分でよその子を育てた方がマシよ。わい室にしてあげるよ。どう？ちょっと感動した？そろそろ教えてくれてもいいんじゃない？君の家ってどこなの？誰かを送り込んで結婚申し込みに行っちゃおうかな。もしかして誰にも束縛されないから出家しちゃったの？権者を見渡しても、俺を縛れる奴なんていない。いっそ私たちも。桜井、さっさと馬車から降りろ。重鎮者、いい加減にしろ。桜寺、馬車の中に誰か隠してるんじゃないのか。重鎮地、スータの馬車に誰が乗ってようが、あんたには関係ないでしょ？お前ごときが偉そうに言うな。ってことは、馬車の中に、本当に誰か隠してるのか？誰なんだ？言えよ。俺に隠れて愛人を養うなんて、本当に恥知らずだな。なね様、橘屋の若君も心配してるんですよ。なで様がよその男に騙されるんじゃないかって。今では姉様も、橘屋の人間みたいなものですし、よくも私のみやびちゃんを、よその男なんて言ったわね。ほんと、無茶しやがって、覚悟しなさいよ。いい加減にしてよ！あんたが先にその外の女と3年で2人も子供作ったくせに！それに、今は橘家とまだ結婚してないの。あんたがやるなら私もやるよ。しかも、もっとやってやるから。女のくせに男と同じだと思うな！じゃあ、はっきり言ってやるわ。私も男を囲うからね。どうよ。言っとくけど、そういうことなら、それぞれ好きにやろう。やりたいことは好きなようにやるから。橘屋には、口だだしする権利、ないでしょ？桜井夢子！梶茶の主婦になる身なのに、そんなことして、梶茶の面目を気としたすつもりか！聞く気ないよ。バカが何か言ってるだけ。たまれ！ろくでもない男女め！よくも出てきやがったな。命知らずめ。手を離せ！若君の命令だ！手を離せ！あんなのが婚約者なんて、ほんと情けない奴だな。やっぱり君には全然釣り合わないよ。やちゃん、どうしてここに来たの？顔も見せられない腰抜けが、よくも偉そうなこと言えるな。今日はお前をぶっ殺してストレス発散してる。誰か、やれ。誰が私の下に手を出せるっての？皇宮警護隊が来てます。どうすればいいですか？本宮警護隊？なんで来たの？ルチャンスの住職が天皇陛下にすごく気に入られてるらしい。もしかして、彼が手のひら返して、天皇陛下の前で、お前が人を奪ったって言ったのか？皇宮警護隊まで来たぞ。これは天の味方だな。桜井夢子、今日のことが午前まで知られた。痛い目見るのはお前だけだ。やーちゃん、怖がらないで。今日は誰が来ても、まさちゃんには絶対に手を出させない。ヨージェンさん、やっと来てくれたな。今日俺の結婚式なのに、桜井夢子が俺の外出に文句をつけて、勝手に婚約をやめようとして、婚約解消まで言い出してさ。ほんの半日も経たないのに、いきなり外出を連れてきて俺を挑発するので。ヨージェさん、どう思うよ？ありえないだろ。桜井夢子様、天皇陛下があなたの身を案じて、私に助けるよう命じられました。君と、橘家の若君、何があったの？結構しっかりしてるね。おんじちゃん、この方は黒田家の若君だよ。天皇陛下からも
厚い信頼を受けているんだ。皇后陛下のおいで、皇太子のいとこだ。天皇陛下のお気に入りなんだって。天皇陛下があなたをここに派遣したのは、私を助けに来てくれたの？その通りだ。さして、結構すごいじゃん。だって君は、立花屋本邸の将来の主婦なんだから。ね。そうじゃなかったらユーマさんが、わざわざ来るはずもないよ。あ、私を叱りに来たんですか？やめてよ。立場勢本邸のせいで本当に腹が立ってるんだ。立場勢の若君のやってることは、誰もが怒るようなことだよ。知ってるよね？知らないわけないよ。立場屋の若君が1ヶ月に何回外出に会いに行くかなんて、全部わかってるからね。俺、黒田ユーマは、旧者の若君、頭おかしいんじゃない？黒滝が皇太子を支持してんの知らないのかよ。俺の前で何の存在感アピールしてんだよ。本当にひどすぎるよ。私が立花家の若君と外出を認めてあげたのに、立花屋はまだ婚約を解消してくれない。私、もう19年も生きてきたけど、こんなひどい目に遭ったの初めてだよ。重家の若君の今回の行動は、確かに問題があるね。真の都のみんなに見せつけてやる。彼がやったなら、私もやってやる。外出を買うだけでしょ？私もいるし、お金もあるからね。もしかして、君の外出って、この人なの？新海のことは確かに、立場家の若君。本当にやりすぎだ。夢子ちゃんのやり方も、世間を驚かせるようなものだよ。ここまでこじれてしまったら、もう俺の手には負えないし、俺じゃ決められないよ。俺と一緒に御所へ行こう。天皇陛下に裁いてもらおう。これ、食べてみて。ご報告いたします。今日は桜井家の令嬢が何も異変はありませんでした。急いで人を集めたのは外出を連れ戻すためでした。外出なのか？はい、てか、外出で間違いありません。夢子ちゃんが言うには、立花の若君に追い詰められて、若君がやるなら自分もやり返すって言ってました。師匠全部ひっくり返しても、こんな大胆な女見つからないわよ。侍を引き連れて大勢で外出を奪いに行くなんて。あの奪い返された外出は、どこの家の運の悪い子なのかしら。陛下、あの子は、相変わらず自由奔放ね。あの子は、桜井家の羊耳に甘やかされすぎたんだ。皇族の姫君でも、あんな無茶はしないよ。無理もないわよ。立花屋の子がどんな子かなんて、陛下もよくご存知でしょ。桜井家のつつどみは、陛下の義兄弟でしょ。その娘があんなろくでもない奴に嫁ぐの、黙って見ていられるの？確かに、そうだな。あの子は、うちのミーガサよりも頼もしいわね。うちのミーガサも、いつか、誰かを強引に連れてきてくれないかな。嬉しくて、ご飯3杯もペロッと食べちゃうわ。桜井社の娘と比べてみると、うちのキモザは本当に変わってるよ。頭も良くて皇太子なのに、どうして属性を捨てて出家したいなんて思うんだろう。ビシャ、最近、重鎮地が外出を囲っているという話が世間で大騒ぎになっています。桜夢子はすでに譲歩して、立花清が外出を制裁にすることまで認めたんです。でも、立花家は絶対に譲ろうとしません。翻訳を破棄したくないんじゃなくて、桜井家の旨味を手放したくないだけよ。そういうことなら、梶場茶屋は本当にひどすぎるな。罰を与えねばならぬ。いいじゃん。次女桜井夢子と立花家の若君が、通りで、芝を向き合ったんです。これは桜井家と立花家の面目に関わることです。私の一存では決められません。今、桜井夢子と立花家の若君、それに外出も、みんな御所の門前で、陛下の裁きを待っています。陛下のご裁断を、お待ちしております。こんなことで、わざわざ陛下に報告するなんて、ちゃんとやってるの？すみません。それを言い忘れてました。桜井夢子が捕まえてきたのは、実は、交代視点が。殿下、皇后様。いや、大変です。モーガ様が出家しちゃいました。苦労して育てた息子なのに、なんで出家なんて、私が何か悪いことしたの？あのハゲ坊主め、よくも皇太子を出家させやがって。皇太子殿下は、実は。違います。出家じゃありません。桜井家の令嬢が皇太子殿下を外出にしちゃいました。なんだと？
釣り合い住職のやつが、あの坊主50巻のお布施欲しさに、私たちが桜井家の侍にやられるのを黙って見てたんですよ。桜井家の侍に皇太子殿下を連れて行かれました。陛下、もうすぐ夜になります。茂林隊を急いで桜井家本邸へ向かわせてください。もし遅れたら、殿下が恥ずかしめられてしまいます。ダメです。あの娘がよくも皇太子をエムラするなんて信じられん。ビシャ、3年前の夏の宴であの災害の後、桜井ゆね子様は一部の記憶を失いました。今は皇太子殿下のことがわからなくなっています。仕方ないですね。B 社、ヒカリアは昔から女性に近づこうとしませんし、ずっと出家したいと騒いでいます。今こんなことが起きたのだから、この機会にうまく利用したらどうですか？とはいえ、甲賀は皇太子なのに。ワイスになるなんて。それでも和尚になるよりはマシよ。小さい頃から甲賀はゆめ子ちゃんにだけいつもやられてばかりだったのよ。もっと彼女にやらせてみたらどう？何度も彼女にやられてるうちに、もしかして属性に戻って出家したくなくなるかもね。それなら私がたっぷりご褒美をやろう。もしかしたら、ゆめ子ちゃんのおかげで、私たち、孫を抱けるかもしれないね。皇后様、B が、桜井ゆめ子様が皇太子殿下を拉致して戻ってきたとき、まだ殿下の身分を調べていません。今、彼らはまだ御所の外で待っています。もし今、皇太子殿下の正体がバレてしまったら。それはダメよ。もしミーガサの正体がバレたら、ゆめ子ちゃんが続ける気をなくしたら、私たち、孫を抱けなくなっちゃうじゃない。正面だ。このことを知っている者は、皇太子の身分を絶対に漏らすな。勝手なことを言う者がいれば、私が孫を抱くのを邪魔することになるぞ。旧族皆殺しにするぞ。かしこまりました、陛下。それから、皇太子が外をうろうろしているのは、安全じゃないな。桜井家と橘家の者は、それぞれ本邸に戻るように。これは両家の名誉に関わることだ。私が決断する。かしこまりました。キュージャトンジュは子供のしつけがなっていませんね。ジュノスケ、タジバチャトンジュに霊気を届けなさい。しっかり読ませて。霊とは何か、しっかり考えさせなさい。かしこまりました。皇后様。幼珍、皇太子と桜井家の娘を送ってあげて。かしこまりました。黒田家にも希望が見えてきた。皇太子殿下、どうかそんな古い決まりなんて、無理に守らないでくださいね。桜井家の娘、もうすぐ御前に出るんだな。俺も見物だぜ。その外出、いつまで守れるかな。誰が最後に笑えないか。その時になってみないとわからないね。やーちゃん、よく言ったね。なるほどね。やっぱり君のセンスはさすがだね。もちろん。黒田家の嫡男、陛下はどうお決めになったんですか？桜井家の娘のあんな無礼な行動で陛下は怒ってしまったんじゃないですか？立場家のために陛下が動いてくださるんですよね。天宝 B 社の命令だ。それぞれの家に戻るように。この件は桜井家と橘家の対面に関わる。天皇陛下が決めることだ。さすが天皇陛下。なんでこんなことになるんだ。天皇陛下は橘家のために公正を図ってくれると思っていたのに。なんだ。天皇陛下のやり方に口出しする気か。ご用で、そのことはできません。それから天皇陛下はこう言っていた。今日はゆめ子ちゃんがいろいろと辛い目にあったから、俺が直接送り届けるように命じられた。どうぞ。天皇 B 社のお心遣い、ありがとうございます。それでは、ユーミンさん、本当にありがとうございます。梅津ちゃんがあなたをこんなにひどい目に遭わせて、立場屋の面目まで潰されて、これで済ませるの？これは天皇陛下のお考えだ。地直しかない。でも俺は、絶対にあの野郎をこの手で殺して、裏を晴らしてやる。この魚、こんなに大きいのになんでこんなに力がないんだ？この魚、結構大きいよね。やーちゃん、やっと家に帰ってきたね。これでもう、誰にも邪魔されないよ。本当に家に修行の本があるの？もちろんあるよ。藤原国中に広がってる。桜井書房って知ってる？あれ、うちの家の経営なんだよ。後で見に行こうね。ちょっと見に行こうか。どういうことだ？あの男は一体誰なんだ？カンさん。あの人はお嬢様が竜泉寺から連れてきた愛人なんですよ。表紙やん。愛人。黒田家の若君がここにいるんだから、余計なこと言うなよ。さっきゆめ子ちゃんが表現なのは、立場家の若君がこの愛人に何かしないから心配だったからです。この件は天皇陛下もご存知です。陛下も知ってますよ。そうですね。天皇陛下がゆめ子ちゃんは大変だったって言ってました。黒田家の若君が
ゆめこちゃんを家まで送るようにって。心配いりません。ゆめこちゃんは損してませんよ。なおちょっと奪っただけよ。別に判断したわけじゃないし。春子、まさちゃんを私の部屋まで連れて行って。かしこまりました。こちらへどうぞ。全員、メンディーよ。家の警備を厳重にして、彼の安全を必ず守ること。絶対に、一匹も入れるな。ねめこちゃん、今日のことは気にしなくていいよ。天皇陛下がちゃんと判断してくれるから。私は信じてる。天皇陛下がきっと公平に決めてくれる。立花清が愛人を持てるなら、名家の八千木にも愛人を持てる。私だけダメなの？私にお金がないってこと？それとも、桜井家に権力がないから？今日のゆめこちゃんの行動は、確かにちょっと世間を驚かせたかもしれないけど、でも立花家のやり方があまりにもひどかったから仕方ないよ。天皇陛下には私からきちんとお伝えします。ユンジャンさん、頼りになるね。なんだと？旦那様、桜井家のレーションが数百人の侍を動員して、ガワスを無理やり連れ戻しました。そのせいで、皇宮警護隊まで動き出しました。黒田家の若君も、自ら人を連れて行きました。この騒ぎ、天皇陛下まで巻き込むかも。とんでもない。ありえないにも程がある。桜地家って、どういう教育してるの？これはもう、立花の顔を地面に踏みつけられたも同然よ。今、婚約を解消したとしても、清君はこの恥を背負うことになるわ。婚約は絶対に解消できない。この結婚は、立花にとって絶対に手放せないんだ。桜井夢子がどれだけ勝手なことをしても、所詮は女の身だ。まだ手の打ちようはある。この騒ぎは、全部小野家母子3人のせいだ。今すぐ桜井家に行って、今すぐ桜井家に行って、桜井家の娘としっかり話してこい。どうしてもダメなら、母子3人、殺すしかない。それしかない。旦那様、陽太と清子は、清君の実の子供で、私たちの孫よ。愚かだな。たかがサバ室が産んだ子供に過ぎない。何を惜しむ必要がある。一人の栄光のために数えきれない犠牲が出るんだ。これは立花家の20年の計画だ。絶対に無駄にはできない。お前、ちゃんと分かってるのか？桜井家の娘が嫁に来たら、こっちの好きなようにできるんだぞ。その時には、孫が欲しいだけ。いくらでも産ませればいいんだ。従者当時は随分お高く止まってるね。両が緊張して。チュンホン B 社のお言葉を受けて参りましたのに、お顔すら拝見できないとは、陛下のご命令に従わないつもりですか？すみません。すみません。全部うちの息子のせいです。もういい。家の話なんて聞いてる暇はない。天皇陛下のお言葉だ。立花へに、礼旗を渡す。楽人の根治のことだ。天皇陛下はこの件にご不満だ。立花へ当主。よく考えてから動くんだぞ。これ以上は申し上げません。ご指導、誠にありがとうございます。こんな息子に育てたのはお前だろ。立花への人間として代々積み上げてきた評判が全部あいつにぶち壊されたんだ。見てみよ。これは天皇陛下のお言葉だ。立花は礼儀を知らないって言われてるんだ。こんな屈辱があるか。旦那様、俊之介殿のお話は、清君のこととは限らないと思います。きっと桜井家の娘が勝手なことをして、規則を破って天皇陛下を怒らせたんでしょう。桜井家の淵場は今、どちらも辺境にいるし、家には目上の人もいないから、それで礼旗が立花家に送られてきたのよね。なるほど。確かにそういう可能性もありそうだな。すぐ桜井家本邸へ行って、桜井家の娘にきちんと謝罪してこい。立花屋は、この婚約を失うわけにはいかない。やちゃん、ご飯の時間よ。この花、気に入ったの？この花、君にあげるよ。小さい頃、昔も誰かがラスを積んでくれた。その名の。僕が4歳の時、慶中に入った女の子がいて、魔女の池から蓮の花を摘んで、僕の腰に下げていた白いハスの菊瓶と交換して持って行った。今も、またハスの花で、僕から何を取ろうとしてるんだ。私の曲亭、そんなに気になるの？もしかして、私の曲亭が欲しいの？ちけなハスの花は好きじゃないの？
私の腰のハスのキュクテが好きなの？これ、あげるよ。短平の他に欲しいものある？私、外出を囲うのは初めてなの。経験もないし。初めて外出を持つの？まさか2回目も考えてるの？違う。そういう意味じゃない。りょうちゃん、やきもち焼いてる？本当に気にしなくていいよ。こっそり教えてあげるね。ずっと、好きなのはあなただけ。あなただけよ。よくそんなこと言えるね。やーちゃん、私の曲ペつけてね。これからは私のものだからね。ちゃんと男らしくしてね。他の女に気を取られちゃダメよ。他の女に触られるのもダメよ。またちゃんが素直にしてくれたら、これから外の男には絶対に目もくれないよ。またちゃんだけを甘やかすよ。誰が曲ペなんて欲しいんだよ。お嬢様。お嬢様、立花屋当主がいらっしゃいました。カーダの執事は言ってました。門前払いするのは難しいそうです。思ったより早いわね。やっぱり婚約破棄しに来たんだ。すぐにお通しして。はい。誰が私を止められるっていうの？誰が私に手を出せるの？私はあなたたちの未来の姑よ。これからあなたたちの姑になるのよ。私に手を出したらどうなるか分かってる？その娘は偶を病や罪に問われるし、怪我がなければ罪を背負うことになるわ。やーちゃん、後でちょっと芝居に付き合ってくれない？ちょっとした芝居よ。終わったらちゃんとお礼するから。どんな芝居？安心して、ここは桜井家の邸宅だから。立花夫人はあなたに指一本触れられない。ちゃんと仮面をつけていれば、彼女があなたに復讐するチャンスなんてないから。私を信じて、私が一生あなたを守るから。一生、ずっと、何も心配しなくていいよ。モンズちゃん、千代治君のことに不満があっても、いつまでも怒ってちゃダメよ。シャレが怒ってるって。中者夫人、筋が拗ねてるように見える？ちょっと！中者夫人、筋のこういう態度が気に入らないなら、立花、婚約をやめればいいんじゃない？やめるなら、どうぞ。土屋は、そんな品のない女、絶対に受け入れない。まあ、落ち着いてください。桜井夢子様はまだ眉間にシワが寄っていますし、体も軽やかでまだ純潔です。あのばあさん、ほんと鋭いわ。やっぱり、既成事実でも作らないとダメなの？梅子ちゃん、わかってるわ。きっと若菜のことで辛い思いをしたから、こんな無茶なことをしたのよね。心配しないで。今回ここに来たのは、夢子ちゃんのために私が決めてあげるからよ。少し話しましょう。解放の話以外は、もう何を話しても遅いわ。遅くないわ。婚約をやめないなら、あの狐みたいな女を夢子ちゃんに任せるわ。これで満足？何を満足しろって言うの？あの二人は両思いでしょ？私には関係ないし、立花はさっさと婚約解消してくれれば、それでやっと満足よ。わかった？モンズ茶、カッチバ茶は代々名門だし、伝統もあるのよ。まだ何か不満なの？今日の都を見渡しても、まさか、立花茶よりいい家なんて、あると思う？やーちゃんと一緒なら、栗輪や義父母の世話もしなくていいし、他の家で我慢することもない。私はそれがすごく幸せだと思うよ。ムメゾちゃん、うちの息子と結婚すれば、一生ずっと贅沢に暮らせるのよ。子供が生まれた瞬間から、すぐに家の爵位もついてくるわ。多くの人が憧れても、夢にまで見ても手に入らないことよ。この色男なんて、あいつがあなたに何を与えられるの？子供に何を与えられるの？重鎮寺は真偽を裏切ったし、人間性も最低だ。上位を守れるかどうかも怪しいし、どうなるかわからないよ。やーちゃん、ミカヤくん、案外、いいこと言ってるね。重鎮寺なんて君には全然合わないよ。本当のことを言っただけさ。よくも息子を呪うなんて、死にたいのか！やれるもんならやってみな！あなた！シャレだうちのミヤバちゃんに手を出せるって言うのよ。立花の奥様だって。よく考えてからにしなさいよ。この下劣な奴が、うちの息子を呪ったのよ！許らしめちゃダメなの？やーちゃん、何も間違ってないよ。三河くんなんて、立花清より何倍も素敵なんだから。将来うちの子供は、
頭も良くてイケメンで、性格もちゃんとしてて、自分の力でトップになって、社会の中心になるんだから、肩書きや家柄だけに頼ってる名ばかりの人よりずっとすごいよ。うちのゆめちゃんは一番頼りになるんだ。田島屋本邸には早めに婚約を解消することをお勧めするよ。ムムツちゃん、今みたいに騒ぎ立てていると、田島屋に嫁いだら、もっと大変な目に遭うわよ。よく考えなさい。まだ嫁いでないけど、立場屋がどうしても婚約を解消しないって言うなら、私も遠慮しないからね。私とみざびちゃん、セットで嫁いじゃうよ。その時は私もみざびちゃんも、それに私たちの子供も、みんなで一緒に花嫁行列に参加するよ。やるもんな、やってみな。よくもまあ、外の女だ。今の立花家当主に手を出すなんて。誰か、この下劣な女を引きずり出して、棒で撃ち殺せ。はい。誰が手を出せ。中座夫人、自分で転んだくせに、人のせいにするなんて、ここは桜井家本邸なのに、もしゆめこちゃんが、立場台に嫁いだら、どんなひどい目に遭うかわからないよ。やっぱり春子は本当に鋭いね。この様子だと、立場台に嫁ぐなんて、絶対ありえないわ。ムムツちゃん、この男を今は守れても、ずっと守り続けることはできないわよ。おとなしくしていなければ、立花屋は容赦しないから、手加減なんてしない。素を脅してるの？それなら、相手を間違えてるよ。中じじゃ、よくもみやばちゃんに手を出そうなんて。私を甘く見ないでよ。立花ちゃんには絶対容赦しないから。たどなしくなんて。この私、そんな性格じゃないからね。奥様、しっかりしてください。誰か、うちの奥様が倒れてしまいました。中座夫人は気を失った。立花夫人は気を失った。侍100人で家まで送って。侍をつけて家まで送って。侍100人で家まで送って。ポーさん、マーさんがゆめこちゃんにここまで怒らされて。こんな厄介者を、立場台に入れるなんて絶対無理だ。公約、やめよう。逆らうか、そうや、ごめん。何度も言っただろ。ゆめこちゃんとの婚約は絶対にやめられない。父さん、なんで？もし、ゆめこちゃんが立花家に来たら、周りはきっと、俺が評判の悪い女を好きだと思うし、母さんが自分から嫌な思いをしてるって思うだろう。立花子の評判、どうなると思う？お前！宮者と三宮様は、長い間ずっと計画してきた。もうすぐ成果が出るんだ。今更台無しにはできない。お前と母さんが少しぐらい我慢して何が悪い。他人がどう思うと関係ない。わかった、父さん。でも、ゆめこちゃんが側室を N 連れ去ったこと、もう天皇陛下の耳にも入ってる。俺たち、どうしたらいい？ユンアは悪くないわ。全部ゆめこちゃんのせいよ。本当に憎らしいわ。天宝 B 社にはどう対応するの？あなた、何か方法を考えている？もういい。明日の朝日で私が天皇陛下に説明する。B 社、ご報告がございます。昨日、桜井家の令嬢が、桜井夢子と、立花の若君、立花清が、それぞれ数百名の侍を率いて、町尺で刀を抜いて退治しました。名門の若者でありながら、堂々と法を無視し、今日の治安を乱したのです。陛下、ご裁断をお願いいたします。そんなことがあったのか。皆はどう思う？ B 社、この件は、私の不幸な息子が、婚前に外出を囲いまして、桜井家の娘が拗ねてしまいました。それで外で、
教師を雇って家に戻しました。外出を連れてきたと周囲に言いましたが、実際は噂とは違います。この件でご迷惑をおかけし、皆様にお恥ずかしい思いをさせてしまいました。3年間、俸禄を返上いたします。陛下、どうかご裁断をお願いいたします。本当に外出を連れてきたって、聞いた話だと、霊泉寺の修士らしいよ。やっぱり噂って当てにならないね。結局、夫婦の揉め事だったのか。俺もそう思ってたよ。桜井家の娘がいくら大胆でも、修士を家に連れて帰るなんて絶対ないよ。まったく、あのじじいめ、退くふりして婚約を守ろうとしてるな。じゃあ、うちの皇太子はどうすればいいんだ？うちの孫はどうしたらいい？でも、チェンの耳に入った話では、この件、何か裏があるみたいだな。ようざ、父の経緯を説明せよ。医者、この件は、立花家が本当にひどすぎます。受診時の結婚式の日に、外出を家に連れてきて、恥をかかせました。夢子ちゃんは心が広くて、立花屋との婚約を解消することを受け入れ、立花清とその外出が一緒になれるように譲ったんです。でも、立花家は絶対に認めませんでした。医者、桜神家の父は、ずっと外地で国のために戦ってきました。国のために戦ってきました。でも、誰も彼らの味方になってくれませんでした。夢子ちゃんはやむを得ず、こんな騒動を起こすことになったんです。陽神の言う通り、立花社は確かに誠意に欠けていたな。天の義弟が今日の都にいたら、彼の性格なら、兵を引き連れて、立花家に乗り込んでいただろうな。差しの子の教育が至らず、申し訳ございません。どうか、陛下のご裁断を賜りますよ。B 社、この件は立花家の若君のせいです。とてもそう思います。厳しく罰するべきです。ただ、桜井家の娘も、行動に少し問題があったようだね。桜井家当主の俸禄は5年間取り上げる。ただし、桜井家の都市は忠義に厚く、長年茎のために尽くしてきたので、陽田前長を可視する。温泉付きの別荘も一つ。金千両も与える。従者当主、古道教育がなっていない。俸禄は3年間没収する。今やっていることは一旦やめておけ。家のことをしっかり整理しろ。立花屋の若君は、まず過ちを犯した。兵を率いて追撃した。半月間の外出禁止とする。桜井家の娘に直接謝罪せよ。かしこまりました。あんた、何がしたいの？うちはあんたを歓迎しないよ。人の言葉、ちゃんとわかる？やめぞ。うちの母さんを気絶させた理由、ちゃんと説明しないと。絶対許さないからな。ただしな。うちの母さんに謝るか。それか、こいつを俺に渡して、俺が好きにさせてもらうなら、もしかしたら、桜井家のために一言くらい助けてやってもいいぜ。巣を助けるって？ゾノ、桜井家の侍を使って騒ぎを起こしたよな。天皇陛下がきっと厳しく調べるぞ。俺には親父がついてるからな。お前はどうするんだ？上司に乗ってると、天皇陛下に厳しく罰せられるぞ。もしお前が素直に俺と結婚してくれたら、親父が天皇陛下の前でお前のことをちょっと取りなしてくれるかもな。従わなければ。桜井家もおしまいだぞ。そんな脅し、聞かないな。天皇陛下が私を罰するかどうかは、あなたが決めることじゃないわ。もし天皇陛下が立花家の味方をしたら、立花がその隙に天皇陛下にお願いして、私たちを結婚させるように言われたら、そうなったら、私も桜井家も立花家にとって都合のいいカモになっちゃうわ。文ちゃん、安心して。天皇陛下は聡明なお方だから、決して小人の思い通りにはさせないよ。身分の低い外の者め。誰が小人だって。死んだたりがあるなら、やったくせに認めない。欲張りな超人物だな。お前さ、女の影に隠れてばかりで、顔だけで人を引きつけるような奴が、俺みたいな若君を侮辱できると思ってるのか？ジュチエジェ、よくも桜井家で好き勝手しやがって。桜井夢子、お前とあのゲスのせいで、俺は危うく面目丸つぶれになるところだった。お前には堂々と手を出せないが、あいつは、そのうち俺が痛い目に遭わせてやる。覚えておきなさいよ。そんなこと、絶対にさせないから。罰の直面が下されたら、俺に復讐することもできなくて、おとなしく、俺に謝るしかないぞ。町民です！作事夢子さん。天皇陛下のお達しで、お二人はもう他人じゃありませんから、どうぞそのままでお聞きください。さすが立花家、やっぱり意向が違うな。中茶の弱な。ガーゾ来なさい。
さっさとしなさいよ。ぼーっとしてる場合じゃないよ。天候 B 社の勅命です。桜井家当主は娘のしつけが行き届いていなかった5年間俸禄を没収する。これにて、桜井夢子、お前の不幸な時がもうすぐやってくるぞ。助かったわ。給料がちょっと減らされるだけで済んだ。父はどうしてこんな判断を、こんな勅命を出すなんて。電車、ちょろらないで。まだこれからですよ。失礼な。淳之介殿をじっと見るなんて、許されないぞ。淳之介で、天宝 B 社はあの二人をどうするんですか？あの野郎は、死刑にされるんですか？俺がやってもいいですか？重茶の若君、まだ天皇陛下のご沙汰を読み上げていないぞ。そんなに慌ててどうする？余計なこと言うからよ。そうよ、もうメメト様、まだ急いでお礼しなくていいですよ。まだもう一つご沙汰があります。まだご沙汰がありますよ。天宝 B 社のご沙汰。桜井家当主は忠義に厚く、国を愛し、長年にわたり国のために戦い続けた、船長の田畑を餓死する、温泉別邸を一軒餓死する、金千両を賜う、ケンス。父に代わって、感謝申し上げます。構想、天候ひかまずい、まずい。桜井夢子ってあんなに生意気なのに、なんで天皇陛下が彼女にご褒美をやるんだ？重茶の若君、ご沙汰を受けなさい。天宝 B 社のおタッチです。田島隊の若君が先に火を犯し、その後、追地を率いて追撃した半絶官、家から出ることを禁じる。桜井夢子に直接謝ること。天宝 B 社、さすが。重茶の若君、まだ突っ立って何してるんだ。早く桜井夢子に謝って罪を認めなさい。もしかして、天皇陛下のご沙汰に逆らう気か。ムムツちゃん。昨日のことは俺が悪かった。ごめん。昨日は俺が悪かった。謝るよ。罰より賞の方が多いなんて、やっぱり天皇陛下は桜井家を大事にしてくれてるんだね。重茶は婚約を破棄できないし。まだもっと遊べそう。もっと羽目を外しちゃおう。何をしたいの？何でも俺が手伝うよ。これが入植を避けてるって言えるのか？精神外欲の皇太子殿下がこんなことを口にするなんて。殿下が桜井夢子様にこんなに素直になるなんて。私も年のせいで見間違えたのかもしれない。やーちゃん、保ってて。これからのことは本当に手伝ってもらわないと困るよ。ムメコちゃん、また何かやる気なの？別に。プチシャン、どうして天皇陛下はこんなに厳しい罰を。プチシャンを職を外されて、僕は外出禁止になって、これじゃ桜井家をどうやって狙えばいいんだよ。慌てるな。天皇陛下は朝廷で、両家に30回の棒打ちの罰を与えた。世間の口を塞ぐためだ。婚約破棄さえ口にしなければ、全部は、俺たちの計画通りだ。桜井家に贈られた褒美も、最終的には立花家のものになるんだ。プチシャンの言う通りだね。大事さえちゃんと進めば、それでいい。でも、あの外出を始末しないと、田島屋にとっては、ずっと大きな恥のままだよ。そんな外出なんているか？今日は朝廷で、ごまかして、あいつを教師だって言ってやった。桜井夢亀。あの外出を使って、婚約破棄を迫ろうとしてるなんて。そんなの夢のまた夢だよ。大変です、旦那様。そんなに慌てて、みっともないぞ。すぐたらしい桜井夢子が、あの外出と馬で二人乗りして、うちの前で堂々と見せつけてるのよ。なんだって？
愤怒樱井孟子。超新弱軍。姐姐の道士、富士に、ちょっと買い物に出かけただけよ。いつの間にかこんなところまで来ちゃったの？こんなところまで来ちゃったのね。お前！何その顔。じっちゃんの当主、まさちゃんのこと？家庭教師だって言ってましたよね。私がお願いしてきてもらった先生なんです。馬もすごく上手に乗れるし、だから、私に馬の乗り方を教えてもらってるの。これくらい、問題ないでしょ？当然だ。もう遅くなってきたね。まさちゃん、そろそろ帰ろうか。桜井夢子、殺してやる。絶対に殺してやる。黙れ！サルジームメコは本当に勝手な振る舞いばかりだ。いずれ立花家に嫁いできたら、きっと問題が起きるだろう。誰かがちゃんと教えてやらないと。礼儀ってものを分からせないとな。この後御所へ行ってきて、貴妃様に会ってきなさい。貴妃様、知らないでしょうけど、桜井夢子って子は、立花屋なんて全く気にしていません。あの外出の男を堂々と連れ歩いて、立花屋の顔をすっかり潰されてしまいました。とんでもない。でもあなたと旦那様も、清くんがちょっと頭を下げれば、それで済む話なのに、なんでこんな面倒なことになったの？クエフェイ様、知らないでしょうけど、桜井夢子って子は、全然聞かないんですよ。甘やかされて、もうめちゃくちゃな子なんですよ。もう絶対に婚約を破棄する気みたいね。もし三宮様の思惑を気にしていなければ、立花屋はとっくに桜井家と決裂してたわ。優しくしてもダメなら、じゃあ強く出るしかないね。あの男の正体を調べさせて、殺せば済む話でしょ。調べてもわからなかったの。桜井夢子が彼をしっかり守ってるから、全然手を出す隙がないの。あなたたちに任せても仕方ないわね。もういいわ。私が誰かを生かせる。蝶はここに来たのは、女勘をお願いしたくて、桜井夢子にちゃんと礼儀を教えてほしいんです。もしついでに、それもやってもらえたら、もう言うことないんですけどね。命令天弁助官。ここにおります。キャナデ助官、桜井家本邸へ行ってきて、桜井家の娘に女の作法をしっかり教えてきて。やーちゃん、もうずいぶんここにいるのに、まだ知らないし、名前、なんて言うの？いつまでもみゃーちゃんって呼ぶのもね。そろそろ本当の名前、教えてくれない？名前は、コロロだけです。私のコロロ亭呼んでもいいよ。コロロ亭呼んでね。どの字なの？書いてみせてよ。それとも、先に降りてくれない？先に書いて、それから私が起きるから。お嬢様、ミーチューから人が来ています。チューチューの誰の使いなの？フィフィ様のおそばの予感だって。十字架の忌避か。ほんと立花家の人たちって、なんでこんなにしつこいのよ。まあ、慶中の人だし、一応、顔は立ててあげないとね。やーちゃん、安心して、絶対に守るから。どうぞ入って。はい。お嬢様。こちらは宮中から来た田辺助官様です。本当の顔見せようとしないなんて、どう見てもろくな人じゃなさそう。クイフェイス様が、田辺助官をわざわざよこしたのは、何の用なの？桜井梅子様、私は貴妃様のご命令であなたを教えに来たのよ。そのわがままで生意気な性格、少しは控えなさい。もっとおしとやかで礼儀正しい娘になりなさい。それと貴妃様は、あなたの先生さんがどんな人なのか気になってるし、どんな顔なのかも知りたいみたい。
貴妃様が私に彼の顔を描くように命じたのよ。従者の貴妃が田辺助官を桜井家本邸に送ったってこと？皇后様にご報告いたします。間違いございません。息子のために桜井家の力を手に入れようと、立花茶屋の貴妃は本当に手を抜かないわね。皇后様、田辺助官は御所で一番厳しい助官です。桜井夢子様が彼女の世話になると、きっと苦労するでしょう。田辺助官はしかも人物の顔を描くのが得意なんです。描くのは得意なんです。そうなの？礼儀を教えるふりをして、皇太子の顔を描かせて、立花に復讐の口実を与えるつもりね。そんなこと、夢のまた夢よ。若いくせに礼儀も知らないなんて、どうしてまだ仮面を外さないの？うちのみやびちゃんはイケメンなんだから。外の人には、絶対に顔を見せたくないの。ももだって、ダメよ。これじゃ、彼の顔を描けないじゃないか。これは貴妃様のご命令だ。命令に背く気なのか？あれの顔を描こうとしてるのか？もしかして、俺の正体に気づいて、わざわざ確かめに来たんか？西森。貴妃様はとても高貴のお方よ。他人の男の顔なんて、興味なんてあるはずないわ。田辺さん、おっちかんさん、もしかして外で、貴妃様の評判を下げる気なの？口が達者ね。どうも、礼儀ってものを教えてやらなきゃね。規則なんてさ。じゃあ、こうしようか。桜井家の床軍を明日には遠い領地から今日に戻してよ。そうしないと桜井家のいろんなことが全部私がやらなきゃいけないし。だから本当に手が回らないのよ。そんなことしてる暇なんてないわ。作事梅子様。自分の性格を抑える気もなくて礼儀を学ぶつもりもないなら。それに彼の顔を描かせてくれないなら。私は妃様にありのまま報告するしかないわ。好きにすれば。田辺さん、お手数ですが、貴妃様に伝えてください。私のことは、もうご心配なくと。ムンコはね、好き勝手に生きてるし、自由が一番なの。田辺さん、ごゆっくりどうぞ。どうぞご勝手に。悲しい奴め、私を笑うなんて、ビンタしてやるわ。田辺の君、よく去るのもほどほどにしてよ。桜井家本邸でそんな態度、よくやるわね。私は知妃様の側近で、6位の助官よ。あなたには手出しできないけど、いばしい教師なら教えてやるわ。誰も文句言えないでしょ？ふんじょ無理した。田辺女家、どうして？兄様のつもり、誰の許しで、貴妃様の意を借りて、桜井家本邸で好き勝手してるのよ。貴妃様のご命令でやっているだけです。田辺助官、よく考えなさいよ。今の行為は、今の政権の桜井家の令状を侮辱した罪になるのよ。その罪を、貴妃様に背負わせるつもり？全部私のせいです。さっさと御所に戻って罰を受けなさい。桜井夢子様、私は吉田と申します。皇后様のご品助官です。皇后様が吉田助官をこちらにお送りくださったのは何かご用でしょうか？皇后様が夢子様のことを一人で家を守っているのをとても大変だと気にかけて、私を特別にここに送って少しでもお力になれるようにと言われました。酒井女家、なんでここにいるの？皇后様のご命令です。田辺助官、何度も宮中の規則を破った皇族に無礼を働いた。今すぐ連行して厳しく罰しなさい。社の者は来なさい。こらよ。貴妃様に合わせて、私に触れないで。桜井夢子の男は
危うくあの下女が皇太子殿下の大事を台無しにするところだった。一体どういうことだ？慶中の教習所官までみんなやられたのか？あのク娘、一体どんな手を使ったんだ？旦那様、あの娘のことは放っておきましょう。手段なんてどうでもいいでしょ。今や今日の都中みんなが立花屋を馬鹿にして笑っています。立花屋の次期嫁が公然と妾を囲ってるって言われてるんです。どうすればいいの？正家なんて何の話だ？俺はもう天皇陛下に話してある。あれは先生だって説明したんだ。それでもまだ勝手なこと言ってるなんて。あの娘とあの男、あんなに仲良くしてるのに、誰が見ても一目瞭然よ。千代はどこだ？こんな大臣があって、あの出来損ないはどこへ行ったんだ？さっきまでここにいたのに。旦那様、大変です。マカギニが侍を引き連れて桜井家本邸に攻め込もうとしています。なんだと？下女官が目を覚ましてくれなかったら、すっかり忘れるところだったよ。天皇陛下がうちの父に温泉の別荘をくださったこと。今日の都にいても面白くないし、モーガ様、一緒に温泉行こうよ。君に任せるよ。お前が身のつかけでお嬢様を守ってくれなかったら、桜寺家の者たちは、絶対に許さなかっただろう。母さん、そんなに怖い顔しなくてもいいのに。さあ、行こうか。あの仮面の男を倒した者には、100両やる。早く止めろ。お嬢様を守れ。今夜様、立花清はあなたを狙って殺しに来てるのよ。早く屋敷に入って。もえちゃん、心配しなくていいよ。俺は大丈夫だから。実は、僕は。駐車の若君、一体何の騒ぎだ？黒田家の若君、黒田悠馬。御所の警護もせずに、ここで何してるんだ？天宝 B 社から桜井家の令状を守るよう命じられている。だから俺は職務を果たしているだけだ。君こそどうなんだ？天皇陛下から禁足を命じられているのに、それなのに、侍を連れて桜井家本邸に攻め込むなんて、無ファンを企んでるのか？黒田家の若君、冗談ですって。本当に冗談です。全部誤解ですよ。冗談って、よく言うわね。黒田家の若君が来てくれなかったら、立花家の若君の刀は、きっと私の首に突きつけられてたでしょうね。俺は、目で見たことしか信じない。桜寺家の令状、先に行って、この件は俺が対処する。黒田家の若君、助かったよ。主公。桜夢子と先生。すごくお似合いだよね。従者の若君、そうだろ？従者の若君、最近さ、君はもう桜井家の令状にはふさわしくないんじゃないかって思うよ。いっそのこと立花家は、憤躍を発揮したらどうだ？これは立花家の問題だ。君が口出すことじゃない。ちいちゃんの手な。あの若者、本当にお父様の言う通りに、ただの先生なのか。黒田悠馬、痛みばかり言って、他にやることないのか？もちろんあるさ。君は貧困が正しくない。行動も軽率だ。危うく兵を率いて国の柱を傷つけるところだった。その唯一の娘を、黒田家の嫡男としては、君を拘束して調べるべきだ。捕らえよ。お待ちを。お父さん。そうよ、手加藤。黒田家の嫡男様、息子は少し衝動的になってしまいましたが、幸いにも大事には至っておりません。黒田家の嫡男様、ご寛容いただければ、立花へは心より感謝いたします。もし俺が強く出すぎれば、天皇陛下はきっと派閥争いだと思われるかもしれない。天皇陛下と皇太子殿下の間に亀裂が入るのは避けたい。従者道主様、今回はあなたのことを考えて特別に許します。帰ってからは、立花家の嫡男をしっかりと教育してください。もう二度と問題を起こさせないように。わかったか？それから、自分のものじゃないものは手放すことを覚えろ。それでは、黒田家の嫡男様、お手数をおかけします。
当家参考転写。無能め！役立たず。歳出一人すら抑えられないのか。桜井夢子みたいな女に好き放題されるのか。単節転写。ちまや、桜井夢子とあの外出がすごく親しげで、周りもみんな気づいています。こんな状況で、私はどうすればいいんだ。お前たち親子がダメだからだ。しっかり見てろ。ちゃんと学べ。教えるのは一度きりだ。ガイア君、私のこと待ってた？ガイア君、なんで私のこと見てくれないの？本来なら出家している身なのに。すべてを空閉じ、煩悩を断ち切るべきだったのに。全部が空だって言うけど、なのに目をぎゅっと閉じてるの？目を開けても空っぽなんじゃない？本当のこと教えて。我慢できなくなりそうで。我慢できないの？何を我慢できないの？落ち着け落ち着け。モーガバ君ってほんとイケメンだけど、でも、まだ心の準備ができてない。そういうことはまだ。危ない！ゴーヤ様、怪我してないよね？この蛇、毒だ！なんでこんなに毒蛇がいるの？蛇、本当に苦手。ここって古女の別荘なんだよね。もしかしてまたキューテューの争いに巻き込まれるんじゃないよね？ヌメちゃん、怖がらないで。お嬢様はなんであんな男のこと好きなんだろうな。もしお嬢様を傷つけたら、俺と一緒に行って、あいつを殴ろうぜ。あいつが謝るまで、殴り続けてやる。ほってやれ！両国荒野！そんなに大げさなことしなくてもいいのに。もちろん、細工彼を助けて！ちょっと支えて。シルクタ、急いで！もつちゃん、飲み込めないです。ガヤ君、目が覚めたんだね。素が悪かったよ。ちゃんと前もって確認させればよかったのに、別荘に蛇がいるなんて全然知らなかった。あなたがいなくなりそうで怖かった。梅ちゃん、そんなに俺が離れるのが心配なの？これからはずっと、君のそばにいるよ。いい？お嬢様。お嬢様、調べ終わりました。チェックのことって、誰かが仕組んだの？別荘は長い間修理されていなくて、手入れもされていません。蛇の巣の痕跡も古いですし、人為的なものじゃないですね。でも、それって何？三軍電車が今ここで狩りをしているんです。皇宮警護隊が道を塞いでいます。今は京の都に戻れないみたいです。え？三宮殿下、藤原康生なの？はい。3D がわざわざ、ここで狩りなんてしてるのはどうしてだ？俺を狙ってるのか、それともゆめちゃんが狙いなのか。大丈夫、光也くん。康生は、立花清の珠魅だけど、そこまでじゃないし、私にまで手を出すほどじゃないよ。おとなしく座っててね。たとえ巫女でも、君を傷つけたりしないよ。お嬢様、三宮殿下の路上ですな。どうしましょうか？心配いらないよ。向こうが引き当てたら、私たちも出発しよう。三宮、藤原康生ってさ、育ちがいいし、
こんな田舎で用を明かすなんて絶対しないよ。我が宮は、君が思ってるほど育ちがいいわけじゃない。久しぶりだね、ゆめこちゃんも。前よりずっと綺麗になったね。ちょっと昔話でもしない？詩話をするのは、今はちょっと難しいですね。もむつちゃん、どうして今日はそんなにおとなしいの？三宮殿下はずっと聞いてたよ。君は奔放で好き勝手してるって。サンゴム様、ここで私の道を塞がせているのは、お互い分かってるはずよ。私は立花家との婚約を必ず破棄します。さっさと道を開けた方がいいわ。そんなこと言わなくてもいいのに、俺はただ狩りに来ただけだよ。たまたま君たちの馬車に出くわしただけさ。よかったら飲みを試してみない？三号電車、ご好意ありがとうございます。でも今日は怖い思いをしたので、飲みを食べる気になれません。怖い思いをしたのか？それならちょうどいい。俺の義を呼んでやるよ。おい、行け！いいじゃないわ。自分で桜井家に戻って休むから、まだどかないなら、桜井家の侍に力ずくで排除させるわ。その後御所に行って、おじ上に全部話すから。ウーノだ！何かの獲物を逃がすな！小綾様、怪我してるの？バカ野郎！あんな奴のために、ゆめこちゃんに怪我させたらどうするんだ？モンチュロ、まずはボスを捕まえて！ゆめちゃん！ムムツちゃん、怪我してないよね？大丈夫か？桜ゆめ子！お前、桜井家の侍に、この俺に手を出させるなんて、よくもそんなことを。藤原康生、あなたが手下を連れて私をいじめたんですよ！あなたのやったことを、今日の都のみんなに知らしなるからね。天皇陛下に訴えて、私のために裁いてもらう。やれるもんならやってみろ。やってみろ！私がこわまるとでも？お父様と私の父様は、義兄弟なんだ。ここでは、あなたは私の兄貴だよ。兄貴が仲間を連れて妹をいじめるなんて、天皇陛下は誰を責めると思う？よく聞け！俺様は桜井夢子が俺を殺せるなんて信じないぞ。車の中のよそ者を矢で射殺す。やってみろ！手を出す奴は、桜井家は命がけで戦うぞ。ムメゾちゃん。そんな風に男をかばっても、あなたと桜井家に面倒が増えるだけだよ。俺が片付けてやるよ。俺様に感謝しろよ。撃つ！シャレでやるか！あいつだ！やれ！俺がたっぷり褒美をやるぞ。ゴヤ君、どうして出てきたの？ここは危ないよ。早く戻って。使えねえな。これだけいるのに、よそ者一人も始末できないのか。何してる？さっさと行け。チェイン、背を止めろ！質問、参考点か？どうして桜井家の令状に手を出すんですか？黒田優馬。桜井家の令嬢は礼儀も守らない。公然に愛人を囲っていた。今になってミクを脅すなんて。俺は彼女一人殺すだけだ。下賤な愛人。お前も口出しするのか？三の間電車。電車が狙っているのは桜井様の愛人じゃなくて。桜井様ご本人でしょ。天皇陛下から桜井様を守るように言われています。だから、放っておけるわけがありません。だって、ミコだからって、私みたいな弱い女をいじめるなんて。私の馬車に矢を放たせたんだよ。マサちゃんが守ってくれなかったら、すごく怖かったよ。さっきはお前の刀が俺の首に突きつけられてたよな。結局、どっちがいじめてるんだよ。私だってやむを得なかったの。モジロが矢を受け止めてくれなかったら、桜井家の侍たちは、あなたに矢で撃たれて、もうハリネズミみたいになってたでしょ。お前は、本当に話にならないよ。ようちゃん、全部聞いてたんだよな。全部ちゃんと見てました。先に桜井夢子様をいじめたのは三宮殿下です。このことは、
全部陛下に伝えます。陛下のご祭壇を仰ぎます。さすが黒田家の嫡男。本当に鋭いわね。もうじろ、ちゃんと数えておいてね。後で天皇陛下にきっちり弁償してもらうから。はい。城へ戻るぞ。ミーシャ、申し上げます。黒田家の若君が三宮殿下と桜井夢子様を連れてお目通りを願っております。梅子様は驚いているみたいです。皇太子は夢子ちゃんも驚いているみたいだけど、うちの皇太子は無事なの？早く通せ。承知しました。おじおべ、三宮殿下が護衛を連れて、危うく私を殺すところでした。父女、僕はやってません。ただ、彼女の外出を殺そうとしただけです。奮女バカじゃ。マジかよ。本当に蹴った。彼は大丈夫でしょうか？ミーシャ、今のところ特に問題はありません。ですが、三宮殿下の従者に腕をいられてしまいました。通用結果。ピーシャ、ピッツァニ君はミコでございます。どうかご怒りをお収めください。よくもまあ、息子のために弁解できるな。お前の息子に一体何をやったのか聞いてみろ。フーチじゃ、タイズばっかり引きしてる。桜井家の長女が礼儀も守らないで、結婚前から男を囲ってるなんて。この俺は巫女なのに、なんで殺しちゃいけないんだよ。あんな身分の低い外出をさ。中貴妃様、普段からこんな風に三宮様をしつけているの？さたしめは。俺がいつそんなことを教えた？人の命をそんなに軽く見るなんて。違うよ。ほんのちょっとすりむいただけだよ。ありえない。なんで私より悲しそうに泣いてるの？これじゃ、文句も言えないじゃん。ビーシャ、まったく。三宮は桜井家の娘は女の子なのに、よほどひどいことがなければ、こんなに泣くなんてありえないわ。おば亀様、三宮様は狩りのふりをして、三宮様たちが私の馬車に矢を放ったの。マサちゃんが助けてくれなかったら、今ここに戻ってこれたかどうかもわかりませんでした。本当に怖かったです。三宮様は尊いお方で、私もいつも尊敬していました。でも、どうして事実をねじ曲げて私を殺そうとしたのか、わかりません。私は身分が低い神家の娘ですが、でも、陛下に、どうか公正に取り計らっていただきたいです。違う。俺はお前の側室を殺したかっただけだ。お前を傷つけるつもりなんてなかった。俺がこんなろくでなしを息子に持つなんて、立派な男が、巫女のくせに女の子をいじめるなんて。三宮を外へ連れ出せ、10回杖打ちせよ。フチャ、どうかお許しください。ピーシャ、三宮電車を叩かないでください。子供が叩かれると、親の心も傷つきます。私は三宮殿下に、ちょっと賠償してもらえれば、それで十分です。ねえ、見てごらん。夢子ちゃんは本当に賢い子ね。私たちのことまでちゃんと考えてくれてる。ええ、陛下。ゴーサー君もきっと反省しています。桜井夢子様への損害もきちんと償うつもりです。どうか、杖刑はお許しください。もし皇太子がこんなことをしたら、私は足を一本折ってしまうわ。損害の賠償は当然だ。こいつは、こんな馬鹿げたことをしやがって。10回じゃ全然足りん。杖刑、20回だ。藤田、お許しください。この逆子がまだ許しを請うとは。さらに5回だ。ムムツォちゃん、これは騎士様のしつけがちょっと足りなかったせいね。じゃあ、こうしましょう。どれくらい損したか計算してみて。私がちゃんと取り計らうから、騎士様に2倍で賠償してもらうわね。皇后様のおっしゃること、誠にその通りです。でも皇后様、私、ちょっと考えてみたんです。
もしこの賠償を受け取ったら、三宮様に完全に嫌われちゃうかもしれません。やっぱり賠償はやめておきます。もし三宮殿下に仕返しされたら、私一人ぼっちで今日の都に、本当に頼る人がいなくなっちゃう。もし桜井家のドギンが知ったら、娘さんが辛い思いをして、それでも我慢してるって、また陛下の腕にすがって、ずっと泣き続けるわよ。私たちは中心をがっかりさせてはいけないわ。梅子ちゃん。アリバイでいい。遠慮なく数えていい。このサガ子が夢子ちゃんに手を出したら、私は絶対に許さん。マシャは1000両ね。それから、軽傷の侍はそれぞれ50両。重傷の侍は1人につき100両。もし倍にしたら、そしたら50万両。単数は気にしなくていいよ。50万両。診療、50万両。12個待って頭おかしくなったのか50万両。城を出るだけで50万両。やったなら責任を取れ。単数まで免除してくれたぞ。まだごまかすつもりか。お前を見るとますます腹が立つ。誰か、こいつを外に連れ出せ。さらに10回棒で撃て。ピーシャ、これ以上やめてください。そんなことしてる暇があるなら、この貞子をかばうより、いっそ家に帰って金を用意しろ。はい。ピーシャ、ありがとうございます。広報様、ありがとうございます。他に何もなければ、先に失礼いたします。ミメツちゃん、あなたの外出をいつ御所に連れてくるの？一度御所に連れてきてくれない？私も興味があるのよ。広報様、お答えします。うちのみやびちゃんは、やっぱり外出ですし、陛下にお目にかかるなんて、できません。やっぱり、良くないと思います。何か問題でもあるの？ゆめこちゃん、もしかして嫌なの？ピーシャ、お答えします。皇后様、お答えします。閣下の娘はまだ嫁いでもおらず、しかも婚約もしておりますのに、外出を囲うなんて、本当に礼に反しています。でも、好きでもない人と結婚したくありません。だから、こんな無茶なことをしてしまいました。全部私が原因です。うちのみやびちゃんは無理やり連れてきました。まだちゃんは巻き込まれるべきじゃありません。どうか陛下と皇后様に、どうか、みやびちゃんをお許しください。むめこちゃん、そんなに心配しなくてもいいのよ。急にこんなことして、外出を急に連れてきたから。無理やり連れてきたのね。無理やり外出を連れてきたんだから、私たち年長者としては、ちゃんと見守ってあげないとね。そうだよ、ゆめこちゃん。チェンは君のお父さんと義兄弟なんだ。お父さんは今、県境にいて帰れないから、君のことは当然、天と皇后がしっかり見守るよ。でも、桜井家も立花家も、どちらも天の大事な臣下だ。婚約を解消することについては、天もどちらかに肩入れするわけにはいかない。でも、外出のことなら、私がちゃんと見てあげるよ。そうは言っても、皇宮は人も多いし、いろんな人が見てるから、もしみやばちゃんの顔が知られたら、後でトラブルになるかも。どうしよう。モームズちゃん、床名に背くつもりなの？ヤーセの通りにいたします。ただいまお連れして、お目にかけます。ガーヤ様、これから天皇陛下と皇后陛下に会うときは、あまり話さず、よく聞いてね。絶対に、失礼なことはしないでね。心配しないで。完着か。ちょって動かないで。B の顔をしっかり覚えさせるわ。時が来たら、必ずチャンスを見つけて始末してやる。下がれ。もう、無事いたします。今夜、どういうつもりなの？本当にゆめこちゃんのこと好きなの？モムゾちゃんは、立花清と婚約しているんだぞ。
なんとかして婚約を解消させる。俺は構わない。彼女を嫁にするのは、俺しかいない。ミュウメットじゃあ、もうぐるぐるしないで。見てるだけで目が回りそうだよ。なかなか出てこないね。天皇陛下と皇后陛下が、まさか、こっそり処刑したりしてないよね。処刑されるの？ゆめこちゃん。冗談でしょ。ヨウジャさ、なんでそんなに確信してるの？だって、彼はさ。なんと言っても、あいつは出てきたぞ。ムメちゃん、どうしたの？うちのミイザカ様がちゃんと無事かどうか、怪我してないか心配で見に来ただけ。ゴーヤ、気をつけて。手、まだ傷あるよ。こんな怪我、帰るのに全然問題ないよ。チュンズ、ちょっと教えてあげるね。これが生命線で、こっちが恋愛線だよ。後期恋愛線？この線？見てごらん。この恋愛線、君の運命には、おじさんがいるみたいだね。カターロ、言いたいことは分かってるよ。今回は私が悪かったってことでいいから、もう説教しないで。いい？お前が自分の身も顧みず、うちのゆめこちゃんを守ったから、本当なら侍に殴らせてやるところだったぞ。シンキ、俺。もうその辺でいいよ。ご飯食べに行こう。お腹すいた。ご飯だ！行こう！あの会社の顔、ちゃんと調べた。どんな顔分かったの？天宝 B 社と後方 B 課がその人と会った時、周りの人を全員下がらせて、誰もその人の顔を確認できなかった。くそ、思考は一体どうしちゃったんだよ。あの外の女。礼儀も守らないし、常識も完全に無視してる。どれも死罪になってもおかしくないだろう。殿下、居家ドンズに、桜井夢子ちゃんを諦めるように進めてみては？桜井家のプチカは兵を持ってる。桜井夢子ちゃんは桜井家の財産を握ってる。こんなうまい話を、俺が他の奴に譲るわけないだろう。全部あのバカ清のせいだ。殿下，莫离是来的ください。召集殿下，殿下！召集殿下！召集殿下！俺をバカにしに来たのか。殿下、どうか清君とゆめこちゃんの婚約を解消させてください。今、何と言った？殿下、今や私は定職になり、清君も家に軟禁されています。巨の都の人たちが立場代を嘲笑しています。ゆめこちゃんは本当に厄介者だ。絶対に立場代の門はくぐらせない。その時、たとえ桜井家の助力を得ても、立場代は永遠に安らげないでしょう。どうか。桜直の支援がなければ、俺がどうやって行為につけると思う？おじちは、所詮、あの外の女が問題を起こしただけですよ。立場へ本邸にもう一度だけやらせてやる。それでもダメなら、もう立場前を責めたりしない。どうだ？中田ちゃんはまだ名分をもらえていません。僕は彼女にちゃんと名分を与えたいんです。僕たちの二人の子供もまだ正式に家族として認められていません。彼らの父さんの大切な孫です。父さん。俺だって分かってる。三宮様の大業のために、立花井が巫女を支える功績のために、彼女たち母子三人は、殺すしかない。シンジ、いずれ三の御様が行為につけば、その桜井夢子と桜井家は、私たちの思いのままになる。その時は、好きなように復讐すればいい。桜井夢子が気にしているのは、あんたが外に女と子供を作ったことだけだ。だから殺せ。シャース。あんたみたいに強いのに、なのに、なんでそんなに簡単に私に連れ戻されたの？あんたのこと調べさせたけど、何もわからなかったって。
あんた一体誰なの？お嬢様、大変です！どうしたの？はい。立花屋当主様が、小野若菜ちゃんとバカ3人の遺体を運ばせてきてって、桜井家に説明するとか、けじめをつけるって。あたろう、何が起きてるの？それが、ヌヌソちゃん、老夫はけじめをつけに来たんだ。最近の騒動は、すべてあの母子3人が原因だ。君が清くんに外出がいることを不満に思ったから、あの母子3人は、自分たちの罪を自覚して、毒を飲んで命を絶ったんだ。ムンズ！これで気が済んだか？今になっても婚約を破棄するつもりか？桜井家の令状って本当にひどいよね。自分の気が済むためだけに人を死ぬまで追い込むなんて。本当だよね。子供まで巻き込むなんて残酷すぎる。フルだって自分の子は食べないのに、事情を説明しに来たわけじゃない。うちのお嬢様に頭を下げさせようとしてるんだ。毒を飲んで自殺したなんて嘘よ。立花屋がやったに決まってる。彼女たちを死ぬまで追い込んだのよ。それなのに、うちのお嬢様に汚名を着てるなんて。従者の当主。やることが本当に最低だな。従者の当主。本当にひどいわ。自分の孫にまで手をかけるなんて。ムメコちゃん、もう余計なことは言わなくていい。立場所は3人の命を差し出した。これで君の気も済んだだろう。ケオシと結婚してくれるなら、この私が約束しよう。立場園はこれから何事も君を最優先にする。これが立場家の誠意ってやつだ。桜地ムメコ、もうここまで来たんだ。まだ結婚を断る理由があるのか？梅子ちゃん、もし君が清と結婚してくれるなら、この私、君と相談したいことがあるんだ。不安の話？うちの立花家は、清の外出をきれいに片付けたぞ。じゃあ、君の外出はいつ始末するんだ？うちの立花家としても、潔白な嫁を求めているからな。彼が死ぬわけがない。どうしてそんなことができるんだ？清君と婚約してるだろ。もし結婚しないなら、霊母に反することになるぞ。お前が嫁ぐるなら、この外出は死ぬしかないんだ。まだ霊宝も成立してないし、婚約書もまだ書いてない。ただの紙切れで、ここで強引に迫って、殴るだの殺すだのと騒いで、夢ちゃんを無理やり嫁がせようとするなんて、立花家当主のこの行為、国法に違反してるんじゃない？従者当主様、婚約を破棄したのは、ちゃんと礼法に従ってます。私はずっと、立場屋の若君と若菜ちゃんを応援したかっただけです。私が若菜ちゃんを追い詰めようなんて、考えたこともありません。じゃあ、あの日は、どうして外出を連れ戻したんだ？婚約を破棄した後は、自分の好きなように生きていいはずです。まさちゃんは私にぴったりだし、彼に惹かれてしまったの。それくらい普通のことじゃない？桜地ムメ子さんの言うことももっともだよね。あれは立花家の外出のことだし、分が悪いと思って自ら命を絶ったんだよ。私の意見だけど、立花家は外出を見下してるよね。権力もないし、地位も低いから、手段を選ばずに追い詰めて死なせて、桜井夢子さんを嫁にするためなんだよ。恥知らずだな。お前！若菜ちゃんと子供たち、本当にかわいそう。こんな冷たい立花家に関わるなんて。死んでも、立花家の駒として私を追い詰めるために利用されるなんて。従者当主様、よくもまあこんな芝居をしてくれましたね。本当に騙されるところでした。若菜ちゃんと子供が大変なことになったと思ったよ。なぜそんなことを言うんだ？お前！偽物だったんだ。お嬢様、これ全部人形ですよ。従者って本当にやりすぎだわ。人形まで使って桜井夢子さんを脅して騙すなんて。ペイチェすぎる桜井夢子さん。危うく騙されるところだったよ。私は若菜ちゃんと子供たちが立場台でひどい目にあったと思ってる。死んだ後までみんなの前で侮辱されるなんて。立場台の放っておくなら私がやる。私が費用を出して弔ってあげたのに、結局、私の気遣いは無駄だったなんて。ムメトちゃん、これは私にもわからん。今日、どうしてこんなことになったんだ？小野家母子3人は、もう全部片付けておいたんだ。私には関係ない。私が殺したんじゃない。ムンズちゃん、お前と清には婚約があるんだ。親の意向、過行度の取り決め、婚約を破ることはできないんだ。父さんが辺境に旅立つとき、私にこう言ったんだ。一生、楽しく幸せに生きてほしい。
どんな約束もくだらない。どんな縛りも、馬鹿らしい。従者当時、従者の若君と若菜ちゃんは両思いだったのに、立花がその縁を大事にしなかっただけ。今気づいたけど。やーちゃんにちゃんとした立場をあげる、今朝。結婚の書類を用意して。お前、よくそんなこと。お嬢様、それはちょっと、良くないのでは？何が悪いの？豆ちゃん、本当なの？もちろん本当よ。みんなが立花屋みたいに利用するだけして、あとは知らん顔するわけじゃない。桜地夢子、俺が天皇陛下の前で訴えてやるぞ。それでも怖くないのか？言いたいことがあるなら好きに言えばいいよ。くとえたいならどうぞ。好きにすれば、私は止めないから。私は、絶対に天皇陛下の前で、お前たちの礼法を破った罪と、風紀を乱した罪を訴えてやるからな。従者は無責任で人命を軽視している。それで礼法に背いていないのか？従者当時のやり方は残酷だし、みんなわかってる。私が嫁いだら、どんな目に遭うかみんなわかるでしょ？自分のために道を選ぶのは、別に悪くないでしょ？もう私は立花家の嫁じゃないんだから。今は立花家の息子の妻じゃない。何様のつもりで私に偉そうに言うの？桜井家の人間を舐めてるとでも思ってるの？桜寺家を侮辱した者は、どうするんだ？さあ！お前たち、度が過ぎるぞ！従者の当主。従者道中。さあ、もう見てられないよ。もう帰ったら。ここで恥さらすのやめてよ。こっち、ここで恥さらすのやめて。またユーマさんか。剣法美釈から守るように言われてる。桜井夢子様の安全を守るんだ。それ、知ってるはずだよ。見てみろ。あいつらのあの態度。あんなに強気で威圧的なのに、守る必要なんてあるか？黒田家の客手なんと、立花当主が偽の死体を持ち込んで、私に、三笠様を殺せて迫ったの。私は弱い女なのに、ここで一人で家を守ってきたのに、それなのに、まだいじめられるなんて。嫁ちゃんと両思いなんです。辛い時も一緒に乗り越えてきました。でも立花屋当主は自分の都合だけで、無理やり夢ちゃんと引き離そうとしてるんです。僕と夢ちゃん、一体僕たちが何をしたって言うんですか？従者当時、パッと見た感じ。あんたが偉そうにして、人をいじめてるようにしか見えないよ。演じだ。あいつら、全部演技してるんだ。あんたたちも。言いたいことがあるなら、天皇陛下に言いに行けばいいだろう。ちょうどいい。お前に訴えたいんだよね。じゃあ、今から天皇陛下のところへ連れて行くよ。行くぞ。標準さ。明日の夜、マサちゃんを正式に認めるの、ぜひお祝いに来てね。お前、よくそんなこと。必ず行くよ。人間、立ってるね。皇后、光谷君ももう世間に出ているのに、どうしてまだそんなに心配そうな顔してるの？もうこんなに時間が経ってるのに、まだ何も進んでないのよ。私が心配しないわけがないでしょ。立花屋もさ、全然婚約破棄の話もしないし、うちのミーガ君がずっと外出のままなの？さすが命令を出して、立花屋に無理やり婚約を破棄させるわけにはいかない。もし100年後の歴史書に、私と皇太子が自分の都合で、朝廷の者たちを無理やり押さえつけたって書かれたら、どうするんだ？ご報告いたします。黒田家の若君と立花屋当主が、殿外でお待ちです。立花屋当主が、何か訴えたいようです。あの老臣は、また何を企んでいるんだ？通せ。かしこまりました。B や、桜井夢子が陛下に可愛がられているからといって、もうやりたい放題で、誰も目に入らないんですよ。陛下。あの娘は善良な民を虐げたのか、それとも罪もない者を殺したのか。優先、説明してくれ。桜井夢子様は、とても素直で優しい方です。法律に触れるようなことはしていません。B 社、桜地宗子が、婚約前に、普通の男を無理やり連れてきて、無理やり外出にしたんですよ。従者道中、前に、桜井家の娘は、ただ先生を家に呼んだだけって言ってませんでしたか？なんで外出になったの？従者道主、陛下は欺く気ですか？
校長、高校用ちんちん。駐車当時、よく考えてから言いなさい。天皇陛下に申し上げます。皇后様、外出で間違いありません。私は、桜井家と橘家の対面を考えて、だから勝手に判断して、先生だとごまかしたんです。桜地無芽子のこの行いは、人としての道を大きく外れています。こんなことをみんなが真似したら、きっと、国の土台まで揺らいでしまいますよ。天皇陛下。中茶トンチュ。そんなに深刻だと言うなら、どうして、桜井家との婚約をさっさと破棄しないんですか？ざっくり。天皇陛下、素の知る限りでは、立場屋当主は今日、見せ物の遺体を運んで、桜井家本邸の門前に並べて、それが、立場屋の若君の外出だと偽って、もし三人の遺体を偽物だと見せかけて、それで夢子ちゃんに無理やり押し付けて、外出まで殺せとまで言って、さらに夢子ちゃんに、急いで若君と結婚しろって要求したんです。天皇陛下、私が思うに、立場屋当主のこのような卑劣な行いは、もしみんなが、立場屋当主みたいなことをしたら、国の土台まで揺らいでしまいますよ。とんでもない。表では嫌ってるふりして、裏では夢子ちゃんをどうしても嫁にしたいのね。まあ、私もこんなことは初耳よ。立場屋が今やこんなことをするなんてね。陳謝も、つい間違えてしまいました。間違えました本当は早く復職させるつもりだったが、この様子では、立花屋当主は家にいなさい。しっかり反省するように。かしこまりました。ピシャ、ヨンドちゃん、ひどい目にあったわね。ちゃんと報いてあげないとね。それに、うちのミマサ君もね、危うく立花屋の策略に引っかかるところだったわ。皇后様、陛下、今回のことで、桜井夢子様が、皇太子殿下と正式に婚約すると言っています。明日の夜、婚約書を書きます。おめでとうございます、陛下。おめでとうございます、皇后様。本当か。に違いありません。桜井夢子様が私も招待してくれました。皇太子殿下との結婚のお祝いに呼んでくれました。よかったわ。本当によかったわ。孫を抱かけるなんて、嬉しいわ。空也くんはずっと修行してきたし、あまりそういうことに興味がないし、夫婦のこと、ちゃんとわかるのかしら。俊次明日、桜井家に夫婦の入門書を送って、皇太子にしっかり読ませておいて。かしこまりました、陛下。当たり玉しっかり飾ってね。ちゃんと綺麗に飾ってよ。お嬢様、本当にこんなにきちんとやるんですか？これで正式だなんてね。もっと派手にしたいくらいよ。モーガ様にはちょっと申し訳ないね。ハタロウ、もっと元気出してよ。今日はおめでたい日なんだから。お嬢様、万が一立花家当主が、クトエが認められたら、どうしましょう。ムメチョちゃん。自分の好きな生き方を追い求めることに反対してるわけじゃないよ。でもね、今目の前にある大きなことは、慎重に進めないとね。今、桜井家当主と若君は、遠くにいるんだ。もし立花井当主の訴えが天皇陛下に通って、話を大げさに伝えられたら、桜井家当主と若君の状況は、もっと悪くなっちゃうよ。ずっと彼女に隠していたのは俺の責任だ。彼女を一人にしてこんな重いものを背負わせてしまった。アンニ皇太子殿下。ノメゾちゃんは皇族の方にはいつもちょっと距離を置いているんです。どうかもわざと隠していたわけじゃありませんよ。もしトゥコーが立場屋のせいで彼女に怒りを向けたとしても、たとえ世間から非難されても、俺は彼女を必ず守る。無茶。実は、梅子さん。結婚祝いの酒、まだ残ってる？俺、遅れてないよね。
黒田若君、もう少しゆっくりしてよ。そんなに振り回されたら、うちじゃ持たないよ。そんなに緊張しなくていいよ。淳之介殿が来たのは、良いことがあるからだよ。剣王 B 社は、夢子ちゃんのことを、立花家で色々と辛い思いをしたことも知っているんだ。でも、桜井家と立花家は、どちらも朝廷の大事な臣下だからね。この婚約破棄については、天皇陛下もどちらかに肩入れすることはできません。夢子ちゃんが好きな人がいるなら、天皇陛下も二人を祝福してくれるよ。これは、天皇陛下と皇后様からの心ばかりの贈り物です。そして、あなたのために特別に用意されたものですよ。しっかり読んでね。お嬢様。好きな生き方を選ぶことを私は反対しているわけじゃありません。でも、今は大事なことが目の前にあるから、慎重にしないといけないよ。今は桜井家当主と若君が遠くにいるから。もし立花家当主が天皇陛下に話を持って悪く言ったら、桜井茶当時と若君の立場はますます悪くなるだけだよ。ずっと彼女に隠していたのは間違いだった。彼女を一人にして、こんなに大きな重荷を抱えさせてしまった。案外皇太子殿下。桜夢子様は皇室の方々にはいつも距離を置いています。殿下も意図的に隠していたわけではありませんよね。もし父上が、恥ばかなことで彼女に怒りを向けたら、たとえ世間を敵に回しても、絶対に彼女を守る。めちゃん。実は。お祝いのお酒、まだ残ってる？僕、遅れてないよね。黒田若くね。そんなに急がなくてもいいよ。そんなに振り回されたら、こっちは大変なんだから。そんなに心配しなくていいよ。淳之介殿が来たのは、嬉しいことがあるからだよ。天宝 B 社は、桜井夢子様が、立花にたくさん辛い思いをさせられたことを知っています。でも、桜井家当主と立花家当主は、どちらも朝廷の臣下です。この破談のことは、天皇陛下もどちらかに肩入れできません。桜井夢子様が心を寄せる方がいらっしゃるなら、天皇陛下もお二人の幸せを願っております。これは、天皇陛下と皇后様からの、ささやかな心遣いです。それから、特別に若様のためにご用意したものですよ。若様、ちゃんと読んでくださいね。飲もうぜ。帰ったらまた飲もう。沼津様、コーチに名分を与えたのは夢子様なのに、ヨサーさん、なんだか夢子様よりも喜んでるみたいですね。黒田家と立花家は陣営が違うから、もしかして私が立花家をうまく出し抜いたのかもね。もう気にしない、春子。急いで着替えに行こう。新賀様を待たせたくないから。はい。皇太子でしょ。ニャンニャンが叶いましたね。おめでとうございます。まだ婚約書を書いてないんだ。そのうち書くことになるさ。レイファンはどうなっている？夢ちゃんの父梅と兄梅を守るように人を送ったが、ちゃんと守れているか？でしょ、ご安心ください。満足はもう大丈夫です。桜井家当主が近々大きな動きをするみたいです。はい。もしうまくいけば、敵と通じている内通者を暴くことができるし、一気に北方領地を平定できる。でも、朝廷では、桜井家本邸を守ってくれる人が必要ですね。前線で何かあれば、この私が朝廷に戻って、彼女のために全ての道を整える。でも、俺が朝廷に戻ったら、うちの三宮は、立花屋当主と一緒に賭けに出るかもしれない。彼らの動きをしっかり見張ってくれ。もし彼らが、ちゃんと穏便に破談してくれるならそれでいい。もしそうじゃなかったら、
俺が彼らを使って威厳を示すつもりだ。承知しました。モメツ様、前回も支度した時は、すごく嫌そうな顔してましたよね。今日はなんだか、待ちきれないって感じですね。生意気になったわね。よくも私をからかうなんて。シュンズ、後でカタロウに三宮様を見張ってもらって、立花や本邸もお願いね。彼らじっとしていられないかも。追い詰められて無茶なことをしそう。はい、ゆめこ様。光也くん。光也くん、なんでそんなに緊張してるの？ゆめちゃん、先に婚約書にサインして。そんなに急いで私と正式な関係になりたいの？いいよ、書くね。光也くん、属性なんて気にしないタイプなのに、落ち着いてるし、目的もバッチリだよね。本当にそんなつもりじゃないよ。こういうことってさ、大抵男の人が得するものだけど、あなたはちゃんとした立場にこだわるんだね。そんなに目的意識強いの？鍵もえ。光也くん、もう婚約書も書いたし、そろそろ本当の名前教えてくれるんじゃない？本名も。やっぱり本名を書かないとね。むんちゃん、緊張してるよ。先に書いて。じゃあ、私の名前をあなたより先に書いちゃうね。うん、いいよ。本当に素直だね。光也くん、翻訳書、早く書いてよ。書く。むんちゃん、婚約書も無事に書けたし、今夜から君は俺のものだ。違うよ、逆だよ。あなたこそ私のものよ。梅ちゃんの言う通りだよ。俺たちはお互いのものだね。光也くん、ティアイのがちょっと怖いな。優しくするからね。天皇陛下と皇后様がくれた本の中には、結構エッチな本もあるんだよ。全部で何種類あるか、知ってる？もう、やめてよ。役立たずめ。役に立たないどころか、邪魔ばかりする無能め。小野家母子3人のために、俺の計画を台無しにしやがって。単節転下。黙れ。
何度も言っただろ。ちゃんと役職で呼べって言ってるだろ。役職で呼べ。電車、てっきり、偽物で桜井夢子を騙せると思ってました。桜井夢子がお前みたいにバカなわけないだろ。前節転下。ここまで来たら、うちが婚約を破棄しなくても、もうどうにもなりません。評判はすっかり地に落ちています。桜井夢子と結婚しても、得より損の方が多いよ。じゃあ、婚約は破棄する。でも、立花家は、俺の思い通りにならないなら、機会を見て。電車、これは本当に大事なことです。慎重に考える必要がありますね。何を相談するんだ。黒田悠馬と桜井夢子が、もうあんなに親しくしてるじゃないか。黒田悠馬は、皇太子のために、桜井家を取り込もうとしてるんだよ。なるほど。だから黒田悠馬はいつも俺に反対してくるんだな。電車って、皇太子は普通の暮らしを望んでいるんですよ。黒田悠馬がいくら動いても、皇太子本人がその気じゃなければ、別に脅威にはならないんじゃないですか。念のため、先に潰しておく。俺は必ず、桜井夢子と、あの憎たらしい妾を殺す機会を見つけてやる。お願い、許してよ。もう負けたよ。やめてよ。うんちゃん。昨日の夜、僕、良くなかった。あなたがすごすぎて、本当に疲れちゃった。そうだ、ゆめちゃん。昨日の夜、黒田家の若君がね、皇太子の話をしてたみたい。お嬢様、大変！生前から知らせが届きました。桜井家同士が重傷で意識を失いました。不季節、南陣。お嬢様、どうしたの？命令を伝えて、屋敷の者は目立たず行動するように、国境の知らせには取り合わないように、立花はもう黙っていられなくなるわ。きっと婚約破棄を言いに来るはず。はい。これはいいことだ！最高だ！儒教様、どんな良いことなんですか？桜井家を倒す方法。もう見つけたわ。チェンセンからすごいニュースが来たぞ。桜井家当主が警察に攻め込んで、重傷で昏倒した。朝廷の人たちが噂してるよ。紀州に罰を与えるように言ってるし、指揮官も交代させるってさ。俺たちが何もしなくても、桜井家は勝手に潰れるさ。油断して突っ走ったんか。桜井家当主は何十年も戦場で戦ってきたのに、そんなミスをするなんて、あり得るか。祭司者老女はもう大金で何も見えてないんじゃない？そうかもな。弁者のおっしゃる通りです。何か事情があるのか？そんな事情あるわけないだろ。今の桜井家の侍たち、まるでうずくまってるうずらみたいだ。彼らもわかってる。桜井家はもうすぐ終わりだよ。今すぐ桜井家本邸へ行け。桜井夢子との縁を切れ。志向は今桜井家にすごく不満だ。立花屋は今すぐ桜井家本邸とのすべての関係を今すぐ断ち切る。さすが殿下です。作事かポンディは今や、誰も寄りつかない苦肉みたいな存在だ。関わったら、厄介なことになるぞ。桜地夢子って生意気だったよな。好き放題やってたし。桜井家が潰れたら、もう生きれないだろ。さすが殿下です。今すぐ桜井家本邸へ行って、縁を断ちに行きます。
桜井氏がまだ潰れてないうちに、役立つものは全部手に入れます。王子さん、本当に相変わらずだね。頭が切れるよ。お互い様だよ。茶のことばかり気にしてて、モーガ様、前にまだ言いかけてたことあったよね。黒戸岳の若君は、なんて言ってたの？黒岳の若君によると、皇太子様が君に会いたいって。なんだ皇太子。皇太子はずっと修行してるし、世の中のことには興味ないって聞くけど、私に会ってどうするつもりなの？案外そうかもな。皇太子がゆめこちゃんのこと気になってんのかもよ。そんなはずないでしょ。ねえ、ムーガ君、ちょっと聞いてよ。世間じゃ皇太子ってすごくストイックで、世の中のことに無関心だって言われてるの。女の人にも全然興味ないらしいし、もしかして、そっちがダメなのかもね。私なんた、興味持つわけないでしょ。ダメなの？違うよ。モーガ君のことじゃないよ。うちのミーバちゃんの方が皇太子よりずっと素敵だよ。まだ夜でもないのに。誰もいないよ。梅戸様、立花屋当主と立花屋の嫡男が来ました。婚約破棄するそうです。やっと来たわ。おめでとう、ゆめちゃん。ついに願いが叶うね。ムメコちゃん、ちょっと見ないうちに、なんだか、前よりずっと元気そうじゃないか。しゃらこび事があると、ほんと元気になるのよ。やっぱり、うちのみやびちゃんが、ちゃんと私を大事にしてくれるからね。ムメコちゃん。もう好きな人がいるんだろ？立花へも無理やり押し付けるつもりはないよ。じゃあ、この婚約は、やめようか。中者同樹。それは多度党ではないかと存じます。縁組は両家の絆を深めるものです。そんな簡単に縁を切るわけにはいきません。桜井夢子、最初に婚約破棄を言い出したのはお前だろ？今になって破棄しないって言い出すのもお前だろ？遊びみたいなことしてるのか。みんな知ってるけど、父上は無理して手柄を狙いすぎて、敵を甘く見て罠にかかったんだ。今前線では、兄上だけが踏ん張ってる。桜井家は、今こそ立花への助けが必要なんです。大婚なんて、絶対に認めません。もめぞちゃん。随分と計算高いね。家族の過ちなのに。どうして、うちまで巻き込もうってわけ？そんなこと、絶対に許さない。お前が嫌でも、この婚約は破棄する。桜井夢子、婚約前に浮気して、女としての道も守らないなんて、うちに入るつもりか？夢でも見てろ。中茶の若君、口の利き方に気をつけなさいよ。私とメイカ様はもう夫婦よ。それに、桜井家はまだ終わってないから、私は構わないよ。まず片手を潰してやる。最悪、道連れでもいいからね。中茶童子さん、桜井家が天皇陛下の寵愛を受けてた時は、大婚なんて言い出せなかったよね。桜井家は今、苦境に立たされています。朝廷であなたの助けを頼みにしているんです。いろいろと手を回してもらいたい。この婚約は破棄できません。今このタイミングで婚約を解消したら、立花屋は裏切り者って言われるよ。あの娘、急に態度変えたな。婚約解消したくないってことか。桜井家がもうすぐ終わるって、気づいてるんだろうな。もう立花家は、こんな厄介者を抱えていられない。十字屋は諸侯の家柄だ。婚前に貞操を失った女を、のめに迎えるわけがない。それにあなたのせいで、我が家は何度も天皇陛下に叱られている。そんな状況で桜井家のために、朝廷で動くなんて無理だ。やっぱり婚約は解消するぞ。その通り！そっちがどうしても婚約を解消したいなら、じゃあ、立証について話そうか。立花屋当主の命、いくらの価値があるの？梅ぞ、お前恥ってもんがないのか。今は婚約解消の話をしてるんだぞ。これは商売じゃない。はい。結婚式の日に愛人を連れてきて、
それで恥ずかしくないの？若菜ちゃんと寝ておいて、ちゃんと認めもしないで、それで恥ずかしくないの？彼女たち母子3人を利用して、私を脅して、それで恥ずかしくないの？恥知らず比べなら、田島屋の若君には到底かなわないよ。80年以上前、フツがあなたの命を救ったんだ。この恩がなければ、田島大和と桜井家と婚約なんてできなかったでしょ。なんで今そんな話を持ち出すんだよ。一体何が言いたいんだ。うちの父は戦で不利になってて、ずっと意識が戻らない。いつ罪を問われるかわからない。田島屋当主は恩返しすべきじゃないの？それとも、何か賠償してくれるの？よく言われてるけど、ちょっとした恩でも、しっかり返すべきだよね。桜井家が大変な時に、立花屋は恩返しもしないで、公約を破棄すると言い張って、それは義理に反してるよね。今はね、ほんのちょっと賠償してほしいだけよ。立花屋は大きいし、そんなの、ないわけないよね。公約を破棄するっていうくせに、賠償も出さないの？世の中にそんな都合のいい話が、全部あんたの思い通りになるなんて、ありえないでしょ？桜井じゃなんてもういつ崩れてもおかしくないのに、微笑なんてしてどうするな。こんな簡単なことも、田島屋の当主でもわかんないの？まさちゃん、田島屋の当主に、ちょっと話してみて。呪者が桜井家を助けてくれないなら、ゆめちゃんは自分で何とかするしか、ないんだ。朝廷の手回しにも資金がいるでしょ？前線の支援にもお金が必要だよね。立花屋当主。こんなこと、わからないんですか？佐太郎、後でみんなに広めてね。立花は真偽を裏切ったって、斧を仇で返したって、困ってる人をさらに追い込むって。はい、すぐにやります。桜井地も大変なのに、立花も楽にはさせないぞ。そこまでだ。わかったよ。結局金が欲しいんだろ？いくら欲しいんだ？それでいいなら払うよ。無理は言わないからね。50万両一発で、その場で払って、後回しはなしよ。よくそんな金額を要求できるな。従者だ払わないって言うなら、桜井家はもうみんなの標的になってるし、絶対に婚約は破棄しないから。それなら、立場屋も道連れにして地獄に落ちてもらうわ。イカれてる女だな。確かに、先が見えないイカれ女だな。お前の父兄は戦で劣勢になった。今や朝廷の官僚は、みんなお前の父兄を敵視してる。それなのに、まだ立花家に歯向かうつもりか。何が問題なの？私は婚約を破棄しないよ。いずれ、立場屋も一緒に道連れにしてやるから。微笑がもらえないなら、立場屋も道連れにしてやる。それで何が悪いの？わかった。賠償は払えばいいんだろう。50万両は、さすがに多すぎるな。船団遠くないよ。全然大したことないから、立花屋当主の命って50万両の価値もないの？あんた、こんなに長く生きてきたんだから、利息だけでも50万両なんて軽く超えてるよ。私は50万両だけでいいって言ってるの。これ十分安いでしょ？まさか、立花屋ってそんなに現金ないの？問題ないわ。店や旗田、別荘なんかでも全部現金に変えてもらえばいいから。カッさん、紙と筆を用意して、証文を書いてもらうよ。かしこまりました。婚約破棄するよ。絶対に待たせないから。婚約パツだ！すぐに！婚約は解消した。これで立花家と桜井家はもう無関係よ。願ったり叶ったりだ。桜井夢子。お前と桜井家が一緒に滅びるのを N 楽しみにしてるぞ。残酷校にはご心配いただかなくて結構です。
父と兄のためなら、私が自分で動きますから。せっかくお金を手に入れても、肝心なつてが見つからないかもしれないな。桜井夢子。その時、お前に見せてよる。俺に恥をかかせたこの奴が、俺にどう始末されるか。上ちゃん、安心して。この世界には、俺を脅かせる奴なんていないよ。帰るぞ。やっとこの芝居も終わったね。父の手紙を見てなかったら、危うく立花屋に頭を下げるところだったよ。ムメちゃん、そんなにすごいなんて知らなかったよ。演技、めっちゃうまいんだね。さっき、太鼓にしないって言った時、ほんとびっくりしたよ。ニュムトちゃん、太鼓はうまくいったけど、桜井家当主の計画は、まだ終わってないよ。朝廷の場では、やっぱり誰かが、桜井家当主のために立ち回ってくれる人が、必要だね。そういえば、気づかされたわ。今の朝廷では、みんな桜井家には近づこうとしない。ちま、私のために動いてくれる人なんているのかしら。おんちゃん、包帯図電車に会いに行ってみるのもいいかもね。包帯図電車、確かに、とてもいいお方だね。もう三宮様とは完全に敵対しちゃったし、皇太子殿下につくのは賢い選択だね。でも、皇太子殿下はいつもなかなか姿を現さないし、どこに行けば会えるのかな。3日後に、皇太子殿下が桜井夢子様に、龍泉寺でお会いになりたいそうです。桜鹿が大変なことになっても、黒田家の若君は全然気にしてないね。俺は、桜井さんの性格が好きだ。それに、落ちぶれた人を踏みにじるようなことはしない。ましてや桜井家当主は国を支える存在で、国の安全を背負っている。俺だって。そこまで浅はかじゃないし、周りの噂に流されるほどじゃない。これも皇太子殿下のご意向なんですか？でも、皇太子殿下って、いつも属性には無関心なのに、なんで桜井家を味方にしようとしてるの？噂は鵜呑みにしない方がいいよ。桜井さん。包帯図電車だって、世の中に無関心ってわけじゃないよ。要人さんの言う通りだね。3日後に桜井さんがお約束に伺えばいいですよ。もしかしたら嬉しいサプライズがあるかもしれません。はい。俺たちが婚約を解消したばかりなのに、皇太子はすぐに桜井夢子と会う約束をした。一体、何を考えてるんだ？ひょっとして、何か、俺たちの知らない事情があるのか？今夜は僧侶なのに、まともに修行もしないで、お経もちゃんと読まずに、何を企んでるんだ？電車、皇太子がもし、桜井家の協力を得たら、早めに手を打たないと。桜事件はもう終わりが近いのに、このタイミングが取り込もうとするなんて、自分も危ない目に遭うのを恐れないのか。空水天下！桜地邪道樹はわざと負けて敵を引き込んだんです。北の敵を倒しました。ドンカが敵と通じていた証拠も手に入れました。今、なんて言った？うちの者が命がけで知らせてきた桜井家当主があなたと敵国のやりとりの手紙を押さえたそうよ。都に戻った時に天皇陛下に訴えるって。そんなはずない。三遊天下。そんなこと、ありえないよ。電車、もうここまで来た以上、何もしないで待つより。先に動いた方がいい。長々。つまり。作事家の令嬢が皇太子を暗殺したことにして、ドンカが砲を出して鎮圧する。でも皇太子は、結局混乱の中で命を落とす。これで殿下が皇位継承者になるんですよ。桜鹿当時が殿下を陥れて、敵国と内通した罪で。超族皆処刑すべきです。桜井夢子様、皇太子殿下はすでにこちらにいらっしゃいます。長らくお待ちになっていました。どうぞ、こちらへ。じゃあ、
当院住職にちょっと挨拶してくるね。三ゴマ弟子、B を率いてここへ来たのは、一体何を企んでいるんですか？桜寺家の霊嬢、桜井夢子。黒田家の嫡男、黒田悠馬と組んで皇太子を害そうとした。この三宮が兵を率いて平定しに来た。とんでもない。黒田家は皇太子殿下をずっと支えてきた。皇太子殿下を害するなんて、ありえないだろう。カツ、もう開き直ってるの？どうでもよくなったってわけ？何を言ってるのか知らないね。ただ皇太子殿下の安全が気になるだけだよ。ビンたち、反逆者どもを捕らえよ！あの野郎はどこだ？俺が殺してやる。はっきり言うよ。私が生きてる限り、絶対に彼に指一本触れさせない！黒田ユンザ、皇太子はどこだ？そんなに自信あるなら、自分で探してみろよ！余計なこと言ってる場合じゃないだろ。ここは俺の兵で完全に包囲した皇太子だろうが、あのクズ男だろうが、誰も逃がさない。全員、始末しよう！クワンチェ。これだ君の言う反乱鎮圧なの？本当にみんなを騙せると思ってるの？もうここまで来たら、俺はもう何も恐れない。皇太子を殺せ。俺こそが唯一の皇位継承者だ。お前らなんて、皇位継承者を害そうとした、ただの反逆者だ。ユージャンさん、皇太子はどこにいるの？私と桜井家の侍で皇太子を守る。戦いながら撤退する。急いで援軍を呼んで。美をない。本当ですでしょ。かかった。純だったのか？お前か。やっぱり、お前が桜井夢子の愛人だったのか。なるほど。君が桜井家に入ってからは、黒田悠馬が何度も立花家を狙ってきて、天皇陛下も何度も桜井夢子をかばっていたし。サンナ。今ここでやめれば、命だけは助けてやる。やめるのか？モーガ。お前、任物でも唱えて頭おかしくなったんじゃないか。今や大軍を率いているんだ。お前なんてすぐに片付けてやる。殿下、皇太子の座は目の前です。殺せ！殺せ！かかれ！おぐれるもんなら殴ってみよう。かかってこいよ。そんなやり方で、皇太子殿下を騙せると思ってるのか？殿下は桜井家当主から、お前たちが敵と通じて裏切ったことはもう知ってた。そして今日、こうなることも分かってたんだ。今日はまとめて、春品捕まえてやる。さまよ。絶望高圧。じゃあ。顔どうたる皇太子殿下が、私の愛人になるなんて、ほんと気の毒ね。夢ちゃん、俺の正体を知ったら嫌われるんじゃないかって。ニメソシャ、モーア様を責めないでね。モーア様は、お前と立花清が婚約したと知ってから出家しようと考えたんだ。それから、お前が安心して嫁げるように、みんなに内緒で、わざわざ辺境まで行って、ジ君と兄上を助けたんだ。それから、開墾の日も、殿下は君を奪いに行こうとしたけど、どうしてもできなかったんだ。君の人生の大事な日を台無しにしたくなかったんだ。でも、立花清は本当にひどい奴だった。見る目がないよ。ちょうどその時に、君が龍泉寺にやってきて、いきなり殿下をさらっていったんだ。タイミング良すぎじゃない。
교장, 늦으러 텐도にいるろ。私のために色々してくれたのに、なんで言ってくれなかったの？ゆめちゃん、もう怒ってないの？皇太子様に愛してもらえて、それだけで十分よ。文ちゃん、僕の皇太子妃になってくれる？君だけを皇太子妃にしたいんだ。なりたくありません。なんで？皇太子妃になったらずっと御所に閉じ込められちゃうし、それじゃあ私、好きな佐賀を見に行けなくなっちゃうよね。じゃあ、これからも君のそばにいるよ。一緒にいろんな景色を見に行こう。どう？雅舒苦ね。今は天下太平で、皇太子がしっかりと国を治めてくれているし、私たちもゆっくり休めるな。ええ。皇太子が即位したら、身分を隠して旅に出て、美しい国土を見に行きましょう。皇太子と皇太子妃はどこにいるの？皇后様、ビーカー。フォートイズ電書とゆめこちゃんは、お二人がやりたかったことを先に言っちゃいました。なんだと？新爪、早く戻って大刀を告げ！皇太子、ゆまちゃん！ゆっくりね。記得点赞关注哦。